だいたい大げさなんだよ。大げさですって？フルタイムで働いて、帰ってきたら介護に追われて、自分の時間なんてない私の一日。ボロ切れみたいに擦り切れそうなのに、大げさだというの？もう限界だ。こんな夫は家族じゃない。こんな家、もう知らない。私は和子、49歳、パート勤務だ。5つ上の夫と25歳になる娘がいる。パート勤務といってもフルタイム。契約社員と呼んでほしい気はする。娘のかな子は3年前に仕事で上京して家を出た。今は夫と夫の両親と一緒に暮らしている。職場は地元のスーパーなので顔なじみのお客さんが多く、人同士の関わりもあって楽しい。ローンの残りもあるので、夫と力を合わせていかなければと思っていた。そんな矢先のことだった。東京？夫からの話に目を丸くする。だって結婚の時東京はしなくていいって言ったじゃない。それはそうなんだけど。夫は気まずそうに目をそらす。でもさ、もう東京のようなもんだろ？隣に住んでるわけだしさ。親父も足が悪いし、母さん一人じゃ大変だろうから、いいだろ？うちは夫の実家の隣に立っている。いわゆる敷地内同居だ。結婚の時に同居はしないという約束だったのだが、いざ家を建てるとなった時に、離れた場所に建てることを夫の両親が許してくれなかったのだ。夫とは揉めたが、完全な同居ではないというところで結局私が折れた。今までみたいに用事のある時だけ行き来するだけじゃダメなの？でもほら、親父も母さんも年だしさ、かな子も家を出たし、部屋も余ってるしさ、うちに住んでもらえば勝手がわかってるから、お前もやりやすいだろ？ちょっと考えさせて。義父は昔ながらの考えを持っている人で、時代錯誤な言動も多い。自分が一番偉いと思っているのか、物言いもなかなかきつい。対して義母は朗らかな人だ。ただ、本人に悪気はないのだろうけど、言い方がストレートすぎて戸惑うこともある。義父のきつい物言いを流してくれるのでありがたい時もあるのだけど、敷地内同居でも何かと気を使うし、もっと離れたところに住みたいと思ったことも多い。一緒に住むなんてやっていけるのか。義両親は家庭菜園で採れた野菜をくれたり、小さい時のかな子を預かってくれる時もあり、全く恩を感じないわけではない。でもなぁ。夫には親でも私にとったら他人。絶対に気を使うだろう。実はさ、親父たちにはもう同居するつもりで話しちゃってんだよね。何それ。そんなの私に拒否権ないじゃない。今までもうまくやってこれたんだし大丈夫だろ？うまくやってくれよ。うまくやれという便利で卑怯な夫の言葉から同居がスタートした。足が悪い義父は立ち上がるときに助けがいるようになっていた。歩行は杖を使って歩けるのだが、一度座ってしまうと、もう自分では立ち上がれない。トイレやお風呂は立ち上がるときだけ手伝えば、あとは自分でできるのだが、立ち上がるたびに呼ばれるのでなかなか大変だ。呼ばれてすぐに行かないと、気の短い義父はすぐ怒り出す。日中はパートに出ているので、義母に手伝ってもらいながら立っているようだったが、トイレに間に合わず床が汚れていることもあった。粗相の片付けは当然のように私の仕事だ。介護用のおむつを提案したが、無駄にプライドの高い義父は決して履いてくれない。嫁の後始末についてはプライドが傷つくことはないらしい。勝手なものだ。状況はだんだんと悪くなっていった。義母の発言が支離滅裂になってきたのだ。最初は気のせいかなと思った。お年寄りの物忘れや勘違いはよくあることだ。でも義母は以前よりイライラしている様子で、私にも暴言を吐くようになった。以前はこんなことを言う人じゃなかったのに。もしかして、と思ってネットで認知症と調べてみると当てはまる症状が多い。夫に相談すると、
そんなわけないだろう、と突っぱねられてしまった。そんなある日、朝食の片付けをしていると、台所に義母が現れた。和子さん、朝ごはんはまだかしら？さっき食べましたよね？そんなわけないでしょ？お腹空いてるのよ。早くしてちょうだい。本当に使えない嫁ね。義母は私を叱りつけると、ドカッと椅子に座った。お母さん、ご飯とお味噌汁と卵焼き、食べてましたよね。私これからパートなんですが。私は恐る恐る義母に尋ねる。何言ってるの？私にご飯食べさせないつもり？いえ、お母さん、本当にお腹空いてます？さっきからそう言ってるじゃない。ほら、もう9時じゃない。早くしてちょうだい。これは、いよいよまずいのではないか。ネットによると、ストレートに病院受診を勧めると反発されることがあるらしい。私はインフルエンザの予防接種を理由に、義母を病院に連れ出した。私の予想通り、認知症の診断が出た。ちょっと見てほしいものがあるんだけど。病院から帰った日の夜、私は夫に診断書を見せた。お母さんのことなんだけど、やっぱり認知症だって。介護認定も受けられると思うから申請した方がいいと思うんだけど。認知症？母さんが？まだ軽度らしいけど、進行していくと結構大変だって。ボケるにはまだ早いだろう。今日も話したけどなんともなかったぞ。そりゃあなたは朝しか顔合わせないからわかんないかもしれないけど、ちょっとした物忘れとかだろ？でも今日は朝ごはん食べたことさえ忘れちゃったのよ。老人にはよくあることだって。でも一回一緒に病院来てほしいのよ。仕事が忙しいの知ってるだろ？でもあなたの親じゃない。和子だっていろいろ世話になってるだろ？今こそ恩返しの時だよ。な。頼むよ。大丈夫だって。人生万事採用が馬。それ、大丈夫って意味じゃないからね。あ、そうだ。明日は飲み会だから飯いらない。じゃあ風呂行ってくるわ。ちょっと。夫は勝手に話を切り上げ、さっさと風呂に行ってしまった。和子さん、大丈夫ですか？仕事中、急にそんなことを言われてきょとんとする。山口さん、ごめんなさい。私何かおかしかった？声をかけてくれたのはフリーターの山口里穂さん。若くて見た目も派手だが明るく愛想がいい。山口さんが入ったばかりの頃、シフトが被ることが多く、私が教育係をしていた。なんか最近疲れてるというか、今もぼーっとしてて、どこ見てるのかなーって。ちょっとね。なんかあったら言ってくださいよ。和子さんにはいつもお世話になってるんですから。山口さんは明るく笑う。ありがとう。山口さんの明るさにちょっと救われた気がした。後輩に気を使われるほど表情に出ていたとは、自分でも驚きだ。でも仕方ない。義父は相変わらずだし、義母は認知症がどんどん進んでいるように思う。冬なのに真夏の服を出してきたり、気が向いて料理をしたかと思えば、味が濃すぎて食べられるものではなかったり、行動もますますエスカレートしてきた。指摘するとものすごい勢いで怒り、私を罵るのだ。この間なんか、パートから帰ったらいきなりだ。この嫁泥棒と来た。嫁泥棒ではなくて、泥棒嫁ではないかと思ったが、この際そんなことはどうでもいい。どうやら私が義母のお金を盗んだと思ったらしい。お金取られ妄想は話には聞いていたが、実際に目の当たりにするとショックが大きかった。おかげで自分の家なのに休まる時がなくなってしまった。仕事に出ている時の方が気持ちが楽なくらいだ。もう一度夫に相談しなくては。お母さんもう結構認知症進んでる感じで、鍵増やしたりとか、もうちょっと対策した方がいいと思うんだけど。そんな感じしないけどな。俺とはちゃんと話できるじゃん。それに鍵つけるって、お袋閉じ込めとくってことだぞ。
そこまで大げさにしなくていいんじゃないか？でも、知らない間にいなくなっちゃってたら困るじゃない。最近たまにだけど、ご老人の行方不明の放送も聞くし。でも、閉じ込めとくなんてかわいそうだろ？和子は、傍聴寝台なんだよ。針と棒が逆では？出た。夫の間違った熟語、ことわざシリーズ。外でもこんな間違いしているのではないかと心配になったが、今はそれが大事ではない。夫はちらっと時計を見て、やば、もうこんな時間じゃん。もう行くわ。今日も遅くなるから。そう言って、そそくさと出かけて行ってしまった。和子さん、おらんのか？奥の部屋から義父の怒鳴り声がする。またトイレかな。はーい。もやもやを吹き飛ばすように大声で返事をすると、私は奥の部屋へ向かった。それからも何度か夫に介護のことを相談したが、まともに取り合ってくれなかった。そして夫の出張中、ついにそれは起こってしまった。夜中に物音で目が覚めた。1階からガチャガチャと音がしている。何？時計を見ると深夜1時。義母も義父も眠っているはずだ。ガチャッと扉の開く音がした。お母さん？控えめに呼んでみるが返事はない。仕方がない。私は上着を羽織ると意を決してそっと階段を降りていく。嘘。玄関の扉は開けっぱなしになっており、外の冷たい風がビュービューと吹き込んでくる。私は慌てて義両親の寝室を覗いた。いない。義父はいびきをかいて眠っているが、隣のベッドに寝ているはずの義母がいない。お母さん？私はパジャマのまま慌てて玄関を飛び出した。道路に出ると少し先を義母がスタスタと歩いている。こんなに寒いのにパジャマのまま靴も履いていない。お母さん！思わず叫んで義母に駆け寄る。お母さん、ダメですよ、戻りましょう。義母の腕を掴もうとするが、義母にすごい力で振り払われる。何よ、私は帰る途中なんだから。そうですよ、帰りましょう、風邪ひいちゃいますよ。私はもう一度義母の手を掴んだ。やめて！助けて！義母は大声で叫ぶ。どうしよう。大丈夫ですか？顔を上げると、警察官の男性が2人。助けて！この人が！義母は警察官にすがりつくように訴える。何か言わなければ。焦るが、口からは何も言葉が出ない。大丈夫ですよ。どうしましたか？義母にすがりつかれた警察官は、ゆっくりと義母に話しかける。奥さん、落ち着いてくださいね。大丈夫ですから。もう一人の警察官が私に囁き、そっと義母から引き離す。すみません。母は認知症で。大丈夫です。こういう言い方もあれなんですが、よくあることなので、早く気づけてよかったですね。義母は警察官と話しながら歩いていく。お家の場所を教えていただけますか？私が自宅の場所を伝えると、義母は警察官に手を引かれるまま、おとなしく家まで歩いていった。家に着くと、義母はお礼を言って家に入っていく。大変でしたね。義母の相手をしてくれた警察官が私に向かって言った。おばあさんは子供が帰ってくるまでに家に帰らなければいけないと言っていました。多分、昔の記憶が蘇っていたのかもしれないですね。今後もこういったことがあるかもしれませんので、お名前などを伺っておいてよいですか？その後、警察官は玄関に鍵を増やしたり、持ち物に名前や住所を書いたりしておくこと、GPS を使うことなど、徘徊の対策を教えてくれた。家に入ると、どっと疲れが押し寄せる。部屋を覗くと、義母はすでに眠っていた。
疲れた。これが深夜徘徊というやつか。帰ったら一番に夫に相談しよう。もう限界だ。出張から帰ってきた夫に早速義母の深夜徘徊のことを報告した。もう家で見るのは限界だよ。私だって仕事あるし。帰ったら家事やってお父さんやお母さんの面倒を見て休む暇ないよ。お母さんだって介護認定受けて施設とかに入ってもらった方が安全だよ。施設？夫はあからさまに嫌な顔をした。施設って結構金かかるだろ？ローンも残ってるのに、そんなとこ入れられないだろ。和子がしっかり見ててくれれば大丈夫だろ？大丈夫じゃないよ。お母さんが夜出てったから心配で物音するとすぐ起きるようになっちゃったし、夜中でもお父さん大声で呼ぶし、もう限界。耐えきれなくなって不満をぶちまける。しかし夫は眉をつり上げて怒鳴った。限界ってなんだよ。親父にも母さんにも世話になってきただろ？同居の話にどれだけ母さんが喜んでくれたと思ってるんだ。今更施設に入れなんて言えるわけないだろ。かわいそうだと思わないのか？かわいそうだとか、そういう問題じゃないの。無理なのよ、もう。私が一日にどれだけ働いてるかわかってる？朝5時に起きて、家事やって、パート行って、帰ってきたらお父さんとお母さんのお世話して、台所片付けて、さあ寝ようと思ったらお父さんに呼ばれて、寝るのは毎日日付超えてるわよ。あなたは帰ってきてご飯食べてお風呂入って寝るだけだからいいわよね。俺には仕事があるんだよ。帰ってきてからぐうたらしてる時間があるでしょ？あなたも少しは手伝ってよ。自分の親でしょ？バンと大きい音がして身をすくめる。夫が机を叩いた音だった。夫は私を睨みつける。まったく、出張から疲れて帰ってきたと思えば愚痴ばっかり。だいたい大げさなんだよ。親父も母さんも子供じゃないんだから大丈夫だろ？大げさ？一日休み暇もなく働いて、夜だって義母が出ていかないか気になってぐっすり眠ることさえできない、この状況が大げさ？私が言い返さないのを見ると、夫はすぐに機嫌を戻し、調子よく続けた。だからな、大丈夫だろ。今までもやってこれたじゃん。細かいことは気にすんなよ。あとは野となれ、山となれ、いいことも悪いこともあるさ。はあ、また始まった。なんだ野となれって。あれ？俺、もしかして結構いいこと言っちゃったんじゃない？わかった。もういい。もういい。勝手にして。知らないから。私はそう叫ぶと、スマホだけを掴んで家を飛び出した。飛び出したはいいが、行くあてはない。大通りに出ると、道の反対側にコンビニの明かりが見えた。駐車場で若者たちが何やら楽しげに話している。楽しそうでいいなぁ。それに比べて私は。そう思うと余計に虚しくなる。もう疲れた。もう、いっそこのまま。私は少し先の歩道橋に目をやった。あれ？和子さんじゃないですか。こんな時間に会うなんて意外ですね。急に声をかけられてびっくりする。あ、山口さん？歩道橋から誰か降りてくると思ったら、私の職場のフリーター、山口里子さんだったのか。先日私を心配してくれた人だ。大丈夫ですか？なんだか今にも死にそうな顔してますけど。大丈夫。山口さん、偶然ね。慌てて取り繕う。リホでいいっすよ。とりあえずどっか座りましょっか。私たちは近くのベンチに腰を下ろした。リコさんは手に下げたコンビニの袋をガサガサと漁ると、カップのドリンクを差し出した。飲みます？タピオカ入ってますけど。ありがとう。差し出されるままにタピオカミルクティーを受け取る。いちごミルクもありますけど。こっちもタピオカですけどね。こっちで大丈夫。ありがとう。最近私タピオカハマってて、遅れてきた流行みたいな。リホさんはそう言ってズズズッといちごミルクを吸う。
和子さん、どうしたんですか？ちょっとね、夫の親の介護が大変で。もしかして最近疲れてたのってそれですか？私はぽつりぽつりと家のことを話し始めた。誰にも言えなかったこともあって相当溜まっていた。席を切ったように不満がこぼれてしまう。ごめんなさいね。こんな話されても困るでしょう。りほさんは首を横に振る。和子さんのとこ絶対おかしいですって。ダメですって。旦那さんの親でしょ？旦那さんがもっと面倒見ないとダメですよ。そうなんだけどね。仕事が忙しいって言ってなかなか協力してもらえなくて。休みの日は何してんですか？仕事の付き合いでゴルフとか、あとは疲れたからって言って寝てたりテレビ見てたり。マジダメ男じゃないですか。やばいっすよ。和子さん限界来てるじゃないですか。そうだね。やめましょう。え？介護、すっぱりやめればいいんですよ。でも、このままだと和子さんがダメになっちゃいますよ。すっぱりやめちゃいましょうよ。家に帰ると、夫はもう眠ってしまっているようだった。食卓の上には食べ終えた食器とビールの空き缶がそのままになっている。すっぱりやめちゃいましょうよ。りほさんの言葉がこだまする。そうね。りほさんの言う通りだわ。気持ちいい。私は箱根の温泉に浸かっていた。じわじわと体が温まり、疲れが取れていくような気がする。誘ってくれてありがとう。私はりほさんに声をかける。いいっすよ。むしろちょっと強引にしちゃってすみません。いいのよ。あれくらいしてくれないと私も決心がつかなかったと思うし。それならよかったです。和子さん、いつもこういうの欠席だったから一緒に行けて楽しいです。こんなとこにいるなんて夢みたい。温泉旅行くらいで何言ってるんですか。せっかく来たんですから思いっきりゆっくりしましょう。りほさんが笑う。あの後、りほさんは私に旅行を提案してくれた。私の職場では年末に旅行が企画される。もちろん全員ではないし、行きたい人だけで行く集まりだが、私は義両親の介護でいつも欠席だった。夫の両親の介護なんて、和子さん大変だったわね。最近疲れて見えたのって介護のせいだったのね。手に負えなくなったら施設が一番よ。なんたってプロの集まりだもの。安心よ。口々に言うのは一緒に来ているパートの先輩たちだ。この際だと思って思いっきり愚痴ってしまった。おかげでだいぶすっきりした。役に立たない旦那なんか捨てちゃいなさいよ。そうですね。離婚届置いてきちゃいました。実は家を出るとき記入した離婚届を置いてきた。2名必要な承認の欄の一つはりこさんが書いてくれた。夫が記入し、そして義父が承認欄を埋めてくれれば提出できる。夫がちっとも介護に関わろうとしなかったので、脅しに使うつもりで持っていた離婚届。まさか本当に書くことになるとは、その時は思っていなかった。旦那さんなんて？何にも言わずに出てきちゃったので、今頃破り捨てられてるかもしれないですけどね。でも、私の意思は伝わったと思うんで。連絡とか大丈夫？実は、スマホの電源切ってて。賢い。嫌なことはとりあえず忘れて、今は旅行を楽しみましょう。一泊二日の箱根旅行は夢のような時間だった。温泉は気持ちいいし、ご飯は美味しいし。旅行から帰ってきてからはビジネスホテルに泊まることにした。りほさんがうちに泊まってもいいと言ってくれたが、さすがにそこまで世話になるわけにはいかない。家を飛び出してから初めてスマホの電源を入れた。着信音が立て続けになる。まあ、こうなるよね。大量のメッセージと不在着信を知らせる SMS。すべて夫だ。一応メッセージに目を通す。どこ行ったんだ？
帰ってこいなどの怒りのメッセージ。その時電話が鳴った。相手は予想通り夫。私は一度深呼吸してから通話ボタンを押す。もしもし。おい、お前、3日も連絡取れないなんてどこにいるんだよ。それにあの離婚届、どういうことだよ。どうもこうもないわ。他人になってあの家からは出て行きます。ふざけるなよ。親父と母さんの面倒誰が見るんだよ。そんなの息子のあなたに決まってるじゃない。そんなのできるわけないだろ。親父、自分一人じゃ立てないじゃないか。母さんだってなんか言ってることおかしいんだぞ。私、前からそうだって言ってたわよね。何度も何度も。今頃何気づいたようなこと言ってるのよ。なんだよ。家族なのにいくらなんでも冷たすぎるんじゃないか。大げさなのよ。え？大げさだって言ってるの。お父さんもお母さんも子供じゃないんだから大丈夫でしょ？あなたが言ったのよ。大丈夫だって。ね？大丈夫でしょ？じゃあ、私仕事あるから。おい！夫はまだ何かわめいていたが、私はさっさと電話を切る。さ、仕事。私は足取りも軽く職場へ向かった。それから1週間が過ぎた。鬼電や職場に突撃されることも覚悟していたのだが、意外にも夫からの連絡はなかった。向こうも意地になっているのかもしれない。そう思っていたのだが、頼む、戻ってきてくれ。仕事を終えた私の前に現れたのは夫だった。夫は私に頭を下げる。俺が悪かった。あんなに大変な状態になってるとは思わなかったんだ。俺一人じゃどうにもならない。今更気づいたの？それを私ずっと一人でやってきたんだけど。悪かった。介護認定も施設もちゃんと考える。だから戻ってきてくれ。夫が私の腕をつかむ。やめて、離して。俺がここまで謝ってるんだぞ。戻ってきてくれたっていいだろ？やめてって言ってるじゃない。夫の手を振り払うと、夫は私を睨む。いいから帰るんだ。今更戻ってこいなんて言われたって困るわよね。そうそう。今まで散々負担かけといて、たった1週間で値を上げるなんて情けない男。ほんと。和子さんがいなくなってから大変さにようやく気づくなんて愚かよね。思わぬ援軍に後ろを振り返ると、パートの先輩が3人いた。先日の旅行で話を聞いてくれたおばちゃん3人組だ。まあ、自分もおばちゃんなのだけど。先輩3人組は確か自分より10くらい年が上のはずだ。夫もこの人たちの貫禄にはかなわないだろう。他人は黙っててもらえますか？夫が睨みつけるが、おばちゃん3人組はふんと鼻で笑うと、私と夫の間に割って入る。和子さんは大事な仕事仲間なのよ。私たちだってね、他人の家の事情にとやかく言いたかないわよ。でもね、限界まで和子さんを追い込んどいて、その態度はどうなのよ。本当にそうよ。リコちゃんと会わなかったら取り返しのつかないことになってたかもしれないのよ。それで、介護認定は申請したの？それは、まだですが。まだ？そもそもどうやって申請するか知ってるの？いや、それはこれから調べるところで。やだ。和子さんが戻ったら丸投げするつもりじゃないでしょうね。そんなことは。施設も当然候補は絞ってあるんでしょ？和子さんに介護任せっきりの間にいくらでも時間はあったでしょ？何してたのかしら？それは、仕事が。仕事？お仕事なら和子さんだってちゃんとフルタイムで働いてますけど？だいたい戻ってきてほしいなら、和子さんが安心して生活できる環境を整えてからよね。ほんと。こんなんじゃ和子さんを返してあげられないわ。出直してきなさい。おばちゃん3人組にやり込められ、夫は連絡するからと言い残して帰っていった。おばちゃんパワー恐るべし。私も10年後こうなりたいなんてちょっと思った。出過ぎた真似をしました。ごめんなさいね。夫の姿が見えなくなると、先輩3人組は私にそう言った。
いえ、ありがとうございました。私じゃあ、なかなかあそこまで言えなくて。離婚するなら力になるわよ。でも、どうするか決めるのは和子さんだからね。そうですね。結局、私は離婚を選んだ。娘のかな子に相談すると、あっさりと、離婚しちゃえば、と言って拍子抜けした。もっと反対するかと思った。なんで？お父さん、育児だってお母さんに任せきりで、そんなに関わってこなかったじゃん。お母さんばっかり大変すぎるって思ってたんだよね。熟年離婚なんて珍しくないし、お母さんも自分の人生楽しみなよ。あっけらかんとした娘の態度に思わず笑ってしまう。かな子を理由に離婚を渋っていた夫も、もう首を縦に振るしかなかった。私がいない間にも義母は家を抜け出し、何度か警察から仕事中の夫に電話があったらしい。夫は時短勤務を余儀なくされ、仕事と介護に追われている。最終的には義父も義母も一緒に施設に入所することになりそうだ。ローンの残りもあって大変そうだが、最後は一人になるんだから売ればいいのでは？私は職場の近くにアパートを借り、仕事と自分の時間を楽しんでいる。カルチャーセンターの体験講座にちょくちょく通って、新たな趣味を発掘中だ。自分でも驚いたことに、手芸がなかなか面白い。これまで、かな子の入園グッズくらいしか作ったことがなかったが、編み物やパッチワークに興味が出てきた。そしてもう一つ嬉しいことがあった。かな子が彼氏を紹介したいと電話をくれた。どうやら結婚を考えているらしく、結婚の挨拶に来てくれることになった。本人によると、恥ずかしくて言い出すタイミングがわからなかったとのこと。もっと早く教えてくれればよかったのに。電話で手芸にハマっていることを話すと、じゃあ、リングピローとウェディングベアはお母さんに頼もうかな。と、なかなかハードルの高い要求をされた。まだ始めたばっかだし、初心者よ。でも、目標があった方が張り合いが出るでしょ？それに、買うと結構高いんだよね、ああいうの。かな子、お母さんに作らせてお金浮かせようとしてるでしょ。だって何もかもが高いんだもん。ドレスのランク一つ上げるだけでプラス10万よ。それは確かに節約できるところは節約したいかも。わかったわ。お母さん頑張っちゃう。娘のドレス姿は見たいしね。電話を切ると、私は早速スマホでリングピローを検索した。かわいい写真がたくさん出てくる。なんか楽しみになってきちゃった。私は一人つぶやきながらリングピローのデザインを選び始めた。Even though you're a wife, you don't know anything. Sukiyaki is the New Year's dish. I like poor people's homemade food and it's so unreasonable to chew it. That's why I grew up in an institution. When I went back to my hometown and praised myself for the New Year's gift, the homemade ham was thrown into the trash along with my parents' Saturn without a trace. Next year, I'll ask for high-quality Japanese beef. I was overwhelmed by the laughter of the two of them. My husband, who I thought was my only ally, went out drinking with a stupid face that didn't know about the situation. I've reached my limit. I'll deal with these terrible people today. Mothers, prepare for the month of luck. I'm Kobayashi Tadashi. I'm a housewife in my 30s who has been married for 3 years. I started dating Satoru, who is a colleague at work, and he proposed to me. Satoru's family is in the countryside and they value old-fashioned customs. In other words, they are people who are too caught up in their own assumptions. I didn't like my parents-in-law. When I bring a gift when I greet someone, the gift is probably just high-quality Japanese beef or melon. I was told that I should be a little more considerate. When I told them honestly that I lost my parents in an accident when I was young and grew up in an institution, they would say things like, "Wait, do you know about an institution?"
Even so, I don't have to worry about Satoru. Tomoyuki was trying to be a friend and help me mediate, so we managed to get married. I knew from the beginning that his parents had prejudices against me, so I didn't want to get too close to my parents' house. In fact, my parents' house is far from my husband's and my workplace, and when we first got married, we lived alone, so we didn't have much contact on a daily basis. Then I got pregnant in the first year of our marriage. It's normal to go to my husband's parents' house to greet them at the beginning of the year, but I have a terrible posture, so I decided to send them a New Year's gift in the first year of our marriage. Of course, my husband told me that he couldn't go to his parents' house. I wanted my husband to send me something that his parents-in-law like for the New Year's gift, but he doesn't care about that. When I asked him what to send, he just said that anything would be fine. I told him that I can't go shopping much because my health is unstable, so it's a hassle. Oh, I said, homemade ham, which is Masayo's specialty, would be just right. Actually, cooking is my hobby and I usually make various dishes. During my pregnancy, I tried my best to make things that my husband likes, even though I was fighting with my fish. Among them, homemade ham is one of my husband's favorites. I served it to friends and it was well received by those around me. But I feel that homemade gifts for New Year's gifts are out of the ordinary. When I asked my husband, surprised that homemade gifts were okay, he said, backquote, if I like it, I think it will suit your mother's tastes too. Indeed, the in-laws of rural life have their own common sense. If my husband says it's okay, then it's okay to send homemade gifts for New Year's gifts. If you say it's okay, then I'll do it, but in-laws are people who are stuck in their own ideas. I think it would be better to follow my husband's instructions rather than insist on strange common sense, and Kiriko might accept it. That's what I thought at the time, so I carefully packed the homemade ham as my husband told me to and sent it off. Well, since New Year's Day is a time when there are many things to eat, such as New Year's food, it might be better to eat something different from usual. That's how our first year of marriage passed. My husband never helped with the housework from the beginning of our marriage. He likes alcohol, and when he was single, he often went out drinking with me after work. As for me, since I became pregnant, I couldn't drink alcohol and my sitting posture was terrible, so I went home to work to make it a little easier. My husband always put himself first. When I told him I couldn't hang out while I was pregnant, he would casually say that he would go with other friends. If I told him that I wanted to relax at home on my days off because my sitting posture was terrible, he would say, okay, I'm going to the movies, and go out and play by himself. Was he really this selfish? I thought that, but I also thought that maybe he didn't realize that he was going to be a father yet. I heard that women feel the reality of having a child when they are pregnant, but men don't. So maybe he will participate in the housework and childcare a little more once the child is actually born. That's what I was hoping for at the time. And then I got a third-level childcare qualification and gave birth to a child. She was a cute girl, and I named her Eyebrows. From then on, life was even more daunting than I had ever experienced before. I was sleep-deprived because it was my first time raising a child, and dishes and laundry piled up in the room. But even though our child was born, my husband's lifestyle didn't change. He is uncooperative and doesn't participate in childcare. When I told him to watch the child a little more because he is the father, he just watches. He doesn't hold the child even when he cries and he is absorbed in smartphone games. He is crying, isn't he? When I asked him to at least hold him, he said, "What, I was watching him." And even if I hold him, he doesn't stop crying. This is because you don't usually hold him or participate in childcare. I thought that, but I no longer had the energy to argue back, and only stress accumulated. My outlet for such dissatisfaction with my husband was cooking, which I am good at, and social media. Whenever I was stressed,
I would cook in between childcare and housework and upload the dishes to social media. At first, not many people watched my videos, but gradually I started to receive positive feedback such as, I made something that looked delicious, and some supportive comments such as, please do your best in childcare. Encouraged by such voices, I managed to do childcare and housework. But even in the second year of marriage, I still didn't feel like going to my parents' house. Because I knew that my husband wouldn't take care of the children if I went there. But I told my husband to call his parents at home to say hello at the beginning of the year. Of course, I consulted my husband about what to send for New Year's. Isn't it fine to do the same as last year? Oh, did they like the homemade ham again? Yes, it seemed good. I happily sent them the homemade ham. I thought that if they liked it, we might be able to get a little closer the next time I went. But I didn't think this would be the 5th time. And now it's the 3rd year of marriage. My life is still as hectic as ever. Although I finished the childcare class and recovered, my eyebrows were not used to nursery school, and I often had fevers at the beginning. I often have to deal with them, and when I get home I have no time to rest because I'm busy with housework and childcare. And my husband hasn't changed at all. He often goes out drinking with his colleagues after work and doesn't take the children to and from school. Everyone is a father. I also gradually found it troublesome to ask my husband for help, so I started doing everything myself. At the same time, I started posting more frequently on SNSA, and my followers steadily increased. It may seem strange to post on SNS when I'm tired, but it's the only way I can release stress, so I started posting not only about cooking but also about my daily frustrations. Then my husband didn't do any housework at all. I started receiving comments like, it's the same for me, and I started to feel relieved that I'm not the only one struggling. Moreover, the recipes I post have been well received recently, and I even got a request from a publisher to publish a recipe book. But I had a day job, so I was wondering what to do. At the end of the year, my husband said that he was going to his parents' house to say New Year's greetings this year. What happened all of a sudden? I was surprised and asked him, and he said that his mother had hurt her back. She called me yesterday and said that she couldn't prepare for the new year, so she brought her wife. She had a sprain. I wonder if she went to the hospital. That's why you don't need to send a message, just bring it with you, so be prepared. My husband doesn't seem to be too worried about his mother's hardships. Well, I haven't been there since I got married, so maybe it would be nice to take my newborn grandchild there. Then I'll bring my specialty homemade ham. It's very popular on SNS, but I wonder if it really suits my parents-in-law's taste. At that time, I believed what my husband said, so I didn't expect such a situation to happen. And on the day of the New Year's visit, I packed my homemade ham and some snacks in a bag and headed to the suspicious house in my car. I'm home, are you okay? My husband called out to my mother-in-law, and said that my back is fine. I've been waiting for you. Masao-san. Shito spoke to me. It's annoying that she came to be a wife and didn't show her face at all. As expected, people who grew up in institutions don't know common sense. Arrive, I immediately said no, which I didn't expect. Last year I was pregnant and not feeling well, and last year my eyebrows were small and childcare was difficult. That's why I thought my husband would tell me that I couldn't come. What is this thing that he said? I looked at my husband, but he hurried off to where he was, as if he had nothing to do with me. Otom-san, I wasn't feeling well last year, and last year I was still busy raising my child, so I'm sure Satoru had contacted me, but I'm raising my child in a coordinated manner. If you're in someone else's house, it doesn't matter. A wife always puts the needs of her children first. That's common sense, right? Well, then hurry up and clean up around here. Don't cut corners. Our neighbors and relatives are coming to say New Year's greetings soon.
My husband told me to do it while holding my young child. I can't help it. I'll do what I'm told for now. That's what I thought. Mom, can you watch the child with Satoru? He can't walk yet, so I just need you to watch him for a little while. What are you talking about? You're going to clean up after the child. Isn't that obvious? He yelled at me, saying that you shouldn't leave your care to others. Yes, he told me to clean his own house, but he didn't help me. My grandson is cute, but I thought maybe this is how it is in my parents' house in the countryside, so I had no choice but to make my child clean the entrance and blow dry. There were times when my eyebrows drooped during the process, but no one tried to help. On the contrary, my husband was now sitting in the gift kotatsu and drinking sake. What am I doing alone? Anger welled up in my heart. I'll just have to endure this New Year's holiday. When I get home tomorrow, I'll give up on my housework and take a good rest. With that in mind, I did the cleaning I was told to do, from corner to corner. Shito came to check on my work every step of the way, as if he hadn't had a sprain, and complained every time. After the entrance was finished, I was forced to clean the guest room and the whole house. While I was doing the storage, it was already evening. Once I finished cleaning, I'd just have to eat rice. Or so I thought. Are you done cleaning? It's finally finished. Can I take a little rest? My back is in danger because I cleaned here and there with my child on my back. I was thinking that I wanted to lower my eyebrows and have a little tea, but what are you saying? It's already evening, isn't it? I'm getting ready for dinner. It's not O's? What are you talking about? We don't eat O's at the beginning of the year. New Year's is sukiyaki, right? Sukiyaki, is that the custom around here? What are you talking about? Sukiyaki is common sense on New Year's, isn't it? Satoru didn't teach you common sense? New Year's is O's. I wonder if this countryside is different from the norm. While I was thinking that, my mother-in-law came and started complaining. Hey, is the sukiyaki ready yet? I'm hungry. Get it ready quickly. Are all the ingredients ready? I asked timidly. I have a bad feeling. As usual, you don't understand anything. Preparation means gathering the ingredients first. There's nothing in my kitchen. Go and buy it quickly. Right, you're here. I asked my husband, what, you're kidding me. I don't know where the supermarket is around here. I asked him to help me by giving me my car. He said, I've been drinking, so I can't. Go alone. Where should I go? Is there a supermarket nearby? Look at the navigation system. It's completely useless. My husband is once again in a state of not caring about anything. And, oh, that's right. He has made an appointment to drink with a childhood friend at an izakaya. He said, I'll leave it to you, and went out to the izakaya by himself. All that's left behind are my parents-in-law who treat me like a child, and my daughter who is confused by the place she can't get into. And the cold air that pierces me. I brought my usual homemade ham as a New Year's gift, just in case. I heard that Satoru likes it. I also brought some food because I thought it would be a good snack. I showed him the ham I had made in the basement that I had praised, and suggested that we make this for dinner tonight. But then, it turned out that we're already getting ham for New Year's. You're the one who grew up in an institution, and you're the one who always sends me the same ham every time, and you're so ignorant. Moreover, homemade food is really like an institution, a poor place. Do you think they will like something like that? My mother-in-law stopped me, raising her eyebrows. Oh, well, I sent it because Satoru said this was good. It's my taste, so I thought the mothers would like it too. Really? Just because you like monkeys, don't think we'll like it. And what kind of house eats something like this on New Year's Day? Usually, it's sukiyaki. You don't know that?
What, Satoru? What you're saying is completely different. Well, you were just saying it because you were too lazy to think about it. You really only think about yourself. I resented my husband at that time. But the righteousness of healing doesn't care about that. Anyway, ham is no good. For now, you should hurry up and buy the ingredients for sukiyaki. If you want to save time, start giving high-quality Japanese beef as a New Year's gift next year. Saying that, she threw the raw ham I brought with me into the trash can along with the Tupperware. My daughter and I went out shopping as if we were being kicked out of the house. From that feeling, I wonder how the homemade ham we had been sending up until now had been disposed of. There's no point in thinking about it now. I searched for a supermarket on the car's navigation system and took 30 minutes each way to a larger supermarket to get the ingredients. Shopping with children and driving on unfamiliar roads is tiring. Above all, I was mentally exhausted. I wanted to ask my husband about the New Year's gift, but I couldn't get through to him on his cell phone. When I returned to my parents' house, my wife was waiting for me again. It was late. They're already opening the bottles. Get ready quickly. I didn't have the energy to argue back, so I silently prepared the food. I'll do better next time. While eating sukiyaki, Shuto repeated small things. I hadn't come to my parents' house at all for the past 3 years, so I didn't realize it, but this family is clearly strange. I thought so again. The next morning, Shuto told me to do some work. Today, the neighbors and relatives are coming to greet us for the new year, so you'll have to deal with them. When I asked him what he was going to do, he said, "It's New Year's, so of course you're going to sleep in." I can't greet them every time. Taka's job is just to get New Year's gifts, so you can do it too. Saying that, I went to the bedroom to go back to sleep. Is it the custom in this house to leave it to the wife to deal with people who come to greet us? I went back to our room and woke up my husband who was sleeping. My husband came back from the izakaya late last night in a muddy mess and is still sleeping alone. Wake up, I have something to tell you. When I brought it over, the homemade ham was thrown away. I prepared it every year because you said it was good. Also, today I was in charge of dealing with people who come to greet us for New Year's gifts, but what should I do? I don't know who is who. My husband is a sleepy child and is noisy. I have a hangover. He says selfish things again, saying, "Let me sleep a little." He gets what he deserves. Instead of that, listen to me properly. I want you to deal with visitors. Ah, you should do that. Isn't that the wife's job? I don't know. Saying that, I crawled into bed again. When I tried to wake her up again, the doorbell rang. My husband showed no signs of moving, so I went to the front door with my child in my arms. Happy New Year. It was a woman in a kimono. Congratulations. My name is Tadashi, and I married Mr. Satoru here. I've heard the rumors. I'm Saito, who lives nearby. The woman introduced herself briefly. I'm sorry. My mother-in-law has a sore back, and when I explained the reason, it seemed like that. The countryside is small, so people can tell right away what's going on. But this year, she said that it must have been a blessing that your daughter-in-law came. Yes, I wonder. Rather than being blessed, I feel like I'm just being looked down upon and used. So can you give me this? It's a gift, but do you think it will taste good? It's ham, Saito said. Ham. Do you send ham every year to otaku? Usually it's ham. There aren't many people who don't like it, and it makes me feel good. I've been receiving ham from otaku here recently. It seems to be made by Naoya, but it's also delicious. I found out in an unexpected way how the gifts I sent to my husband's parents' house were disposed of. Then, near noon, my parents-in-law finally woke up and came over. Masao, did you handle the guests properly? Yes, old folks. Several people came.
So, what did you do with the gifts? We asked them to take them home. Huh? What nonsense are you talking about? Shoot's eyes are full of anger. Most of the gifts from the angel guests were ham, so my parents-in-law don't like ham. I told them I couldn't accept it and they took it home. Then my father-in-law slammed the table nearby and said, "You have no manners at all. Normally, you take any gift you get. Returning it is a breach of manners," he yelled, his face red. "But I won't lose. You threw the ham I brought into the trash." When I argued like that, Shut attacked me, saying that he wasn't happy about ham, but that I shouldn't underestimate the neighborhood. This is why I hate being raised in an institution. My mother-in-law also said that I don't understand common sense, so I replied that it's you who are being unreasonable. Ah, what a way to talk. If you're a wife, listen to what we have to say. I've had enough of these two not listening at all. What I was thinking just kept coming out of my mouth. I think you're mistaken, so let me say it. I'm not a slave. I'm never coming here again. I said that and packed my things in the car. My mother-in-law shouted, "Wait," and my husband's voice said, "Hey, what's wrong?" Overlapped. My husband woke up from his sleep. "Oh, just in time. I'm going home with Mayu." "What do you mean?" "That's why I explained it to you. Just because I married you doesn't mean I'm a slave to your family. I'm tired of everything. Is it a marriage stop problem? Let's just brush that off and make it work." My husband said with a smile. "It's no good. This person doesn't understand anything. He doesn't do any housework or childcare, and doesn't even listen to what I ask him to do. He always puts himself first and doesn't pay any attention to me. You don't understand anything. I can't do this anymore. Let's get a divorce." My husband turned pale at my sudden declaration of separation. You're overthinking it. Calm down. I've been thinking about everything since we got married. I'm going home now, so you should think about it." With those words, I left the family home with Mayu. I went back to my house and calmed down while drinking coffee. Yes, I can do it alone even without my husband. To be honest, I've been doing it alone until now. I searched for the necessary documents on the government's website and printed them out. When my husband came home in the evening, I thrust them in front of him. "What, divorce papers? Are you serious? Of course. You don't do any housework or childcare, and you were fine with me being used as a child at your parents' house. I don't want a husband like that. What are you talking about?" "Well, there's no need for us to break up just because you had an argument with your mothers about cooling off. Doesn't this person realize that I'm serious yet? I don't need you." "That's right. You're not needed in my life with Mayu. So break up. Life from now on is going to be tough, right? Can you manage as a single mother?" "I've been a single mother pretty much up until now. So pack your things and get out of this room quickly." You're kicking me out?" "Yes, actually, this house was purchased when I was single. I was good at my job in the sales department of the company and earned a decent salary. I grew up in an institution and had no family, so I saved up little by little and bought my own house. My husband, who was living there as a low-cost part-timer, got married and moved in with me. I need to get my deceased husband out as soon as possible. I'll send the things I can't take now to my parents' house later, so don't worry. Goodbye then." With that, I kicked out my husband, who was carrying a lot of things. My heart, my head, and my room felt refreshed. After feeling refreshed, I wanted to cook something, so I uploaded an updated version of my homemade ham to SNS. My husband contacted me later asking if we could try again, but I no longer have any interest in doing so. I told him that if he didn't fill out the divorce papers, I would ask a lawyer to take him to court, and he somehow agreed.
On another day, my husband called me again and asked me if I had told anyone in the neighborhood at my parents' house about something. My mother said that people around us looked down on me. So I told him the truth. Ah, that's it. My mother said that giving ham as a New Year's gift is out of common sense, so I just told the neighbors. By the way, it seemed like they were distributing the ham I sent as a New Year's gift to the neighbors as if they had made it themselves, so I told them that I was the one who made it and was reusing it. I also told them everything about my life as a wife at my parents' house, so that's what spread. That's what your parents' house was common sense. Right. Not only did I return the New Year's gifts to the people who came to visit me at the beginning of the year, but I also told them about the many ways my parents-in-law had treated me at my parents' house. What a good guy. And the divorce was successfully finalized. As for me, even though I became single, my lifestyle hardly changed. I realized once again how unreasonable my ex-husband was, as he had done nothing for me. Perhaps because my mental stress had decreased, I was able to concentrate on my work more than ever before, and my sales performance improved compared to my previous husband who worked in the same workplace. On the other hand, he quit his job because it was painful to be compared to me. Rumor has it that he moved in with his parents and changed jobs to a company near his parents' house, but his parents asked him to do various housework, which stressed him out and made it difficult for him to concentrate on his work. He said that because of this, he started spending too much time partying late at night and started gambling, and now I heard that he is covered in debt and is being chased by bad people. Well, this is what they mean when they say you get what you deserve. And a few years later, I changed jobs to become a cooking researcher. When I uploaded a story about my interactions with my parents' house as a funny story about homemade ham on the SNS where I was originally posting, it went viral. It attracted attention as a non-homemade ham, but its unexpected deliciousness made it popular. As a result, I received many offers to publish recipe books and collaborate, so I decided to take the plunge and change jobs. Although her job is busy, she feels fulfilled by being able to do her favorite cooking. And her young daughter Maya will be entering elementary school next year. She is now absorbed in choosing a school bag. Although she doesn't have a father, Maya thinks that it's natural, so she doesn't seem to mind. When asked what her daughter's dream is, she says she wants to be like her mother. That's right. When I asked her why, she answered that it was because she was cool. I want to continue to be a strong mother that she can be proud of in her daughter's life. 私の名前はさつき。37歳の専業主婦です。夫の陽一と結婚して8年。なかなか子供が授からなかったので、不妊治療をすること4年。ついに夢が叶いました。しかも、まさかの双子です。嬉しさのあまり、先生の前で泣いてしまいました。双子妊娠を報告したときは、夫も大喜び。私の両親ももちろん喜んでいます。義両親はとにかく驚いていました。まあ、ユージのところだけじゃなく、陽一のところも、うちって双子ができやすい家系なのかしらと義母。そうなのです。偶然にも夫の弟であるユージさんのお子さんたちも双子なのです。私たち夫婦と違い、結婚してすぐに子供ができた義弟夫婦。その双子の男の子は現在4歳のわんぱく盛り。双子の育児はとても不安なので、いろいろ相談できる方が身近にいるのは心強いものです。出産予定日が近づいてくると、すっかり大きくなったお腹に四苦八苦する日々。何かと気の抜けない双子妊娠です。大した問題もなく、ここまで大きくなってくれたのは喜ばしい限り。生まれる前から親孝行な双子です。などと、すでに親バカなことを考えながら、私はどうにかこうにか家事をこなしていました。なんだよこれ、味がしないじゃないか。頑張って家事をしているのですが、夫からは文句ばかりが飛んできます。ごめんなさい。気持ち悪くて味見できなかったの。なんだよそれ。つわりなんてとっくに終わって安定期だろうが。甘ったれんなよ。双子妊娠に安定期はないのよ。言い訳するな。専業主婦なんだから料理ぐらいまともにしろ。
それになんだよこの散らかった部屋は。毎日のように夫は怒ってばかり。文句ばかり言って何も手伝ってくれない。ゴミ出し一つしてくれないのに。妊婦の私をいたわらない夫に加え、ストレスがもう一つ。なーにこの汚れ具合は。妊婦だからって甘ったれるんじゃないわよ。すみません。朝からどうも気分が悪くて。まったく、そんなんで無事にお産できるの？そもそも産んで終わりじゃないのよ。そこからが本番なんだから。はい。わかったら早く私の昼食を用意しなさい。毎日やってくる義母こそが私の最大のストレスなのです。義実家は自転車で10分ほど。義母は毎日昼頃にやってきては小言を言い、それから私に昼食の用意をさせるのです。そして帰るまで延々と小言に嫌味を言って帰っていくという、実に意味不明な行動をとるのです。義父のことはほったらかしでいいんでしょうか？そんな義母の連日突撃はもう限界。私は夫に切り出しました。そろそろ予定日も近いことだし、実家に帰ろうと思うの。は？入院は予定日前だろ？ギリギリまでここにいればいいじゃないか。お産は帝王切開の予定なので、予定日の少し前に入院となります。そうだけど、いつ産気づくかわからないじゃない。それに、正直、お母さんが毎日来るのがきついの。なんだよそれ。私は夫に義母の連日攻撃の被害を訴えました。夫は義母が毎日来ることは知ってましたが、まさかそこまで長いとは思ってなかったのでしょう。少し驚いた顔をしています。まあ、ちょっとわがままだとは思うけど、それはお前に気を許してるからじゃないのか？え？お前に甘えてるんだよ。実の娘のように思ってるからこそじゃないか。ちょっとくらい優しくしてやれよ。そんな、お腹が大きくなる前はなんとかなったけど、今じゃ無理よ。あなたもこのお腹を見て何とも思わないの？大きくなったお腹を指さすと、夫は肩をすくめました。まあ確かに、大きくて動きにくいとは思うけど。このお腹だと歩くのも大変なのよ。なのにお母さんたら、毎日やってきては小言ばかり。何も手伝ってくれないどころか私をこき使うの。このままじゃ取り返しのつかないことになるかもしれない。あなた、子供がダメになってもいいの？さすがにそうは思ってないけど。じゃあお母さんに話をつけてよ。あなたがこのまま私をないがしろにするなら、私にも考えがあるわ。話してるうちに感情が高ぶり、思わずポロリと出た言葉。それに驚いたように夫は目を見開きます。なんだよそれ、離婚ってことか？このままならね、もう本当に限界なの。これ以上義母に悩まされるなら、夫が義母の味方のままなら、目でそう語りかける私に気づいたのか、夫は深いため息をつきました。わかったよ。本当？本当だよ。なんだ、信じられないのか？そういうわけじゃないけど、正直疑わしくはある。夫は私より義母を大事にしてる節があるから。ならこうしよう。記入した離婚届を用意する。え？俺のことが信用できなくてダメだと思ったら好きな時に提出すればいい。どうだ？それなら信じられるか？うん。夫の覚悟が見えたような気がして私はほっとしました。それから夫は本当に離婚届を用意し、義母にも注意してくれたようです。結局実家には帰らなかったのですが、その日以来入院まで義母の突撃はありませんでした。そして私は帝王切開で無事に双子を産みました。それからしばらくは実家に滞在し、目の回るような大忙しの初育児をどうにかこうにかこなします。けれどまだ慣れない子育てに苦労の連続でした。そんなある日、夫が実家を訪ねてきました。そろそろ帰ってきてくれないか？え？まだ1ヶ月にもならないわ。もう1ヶ月経つんだ。家のこと放置して遊びすぎじゃないか？遊びって、そんな暇ないわよ。双子育児は大変なんだから。
高齢出産だったから産後の日立ちも遅くて辛いのに、それを我慢して育児してるのよ。高齢だからなんだ。里帰りなんてしない人もたくさんいるんだ。甘ったれんな。いいから早く帰ってこい。乱暴な言葉を残して夫は実家を後にしました。子供の顔を見に来たんじゃないの？我が子をまともに見ることも抱っこすることもなく、夫はそれだけ言って帰っていったのです。泣き出した双子をあやしつつ、私も悲しくなって一緒に涙を流しました。夫婦仲をこじれさせたくない私は、実家の親が引き止めるのを振り切り家に戻りました。やっと帰ってきたのね。嫁というものが何なのかあなたわかってるの？玄関を開けるや否や、義母が発したセリフ。仁王立ちで帰りを待ち構えていたのです。疲れ切った私は物を言うのも億劫で無言で義母の横を通り過ぎました。ちょっと返事くらいしなさいよ。その言葉も無視して部屋に入った直後、私は言葉を失いました。これは私の家じゃない。荒れっぷりが凄まじく思わずそうつぶやきました。台所には使用済みの食器が山と積まれ、調理の隙間もありません。床は脱ぎ散らかした服や空になった弁当箱のゴミなどで埋め尽くされています。ほんの1ヶ月ほど家を空けただけなのに。お母さん、私がいない間ここに来ましたか？しょっちゅう来てたわよ。一人で苦労してる息子が心配だったからね。しょっちゅう来てたのにこれですか？息子が心配って、この惨状を放置しながら何の心配ですか？こんな環境、確実に体を壊しますけど。それに赤ん坊にこの不衛生はよくありません。育児経験者のくせにそんなこともわからないのでしょうか。とりあえず少しはマシな寝室に設置したベビーサークルに双子を寝かします。そして掃除に取り掛かるのでした。こんなものかな。ようやく掃除が一段落したところで。赤子の泣き声に息つく間もありません。掃除が終わる頃には日が傾き始めていました。やっと終わったの？とろくさいわね。そう言って椅子に腰掛けてお茶をすする義母。そのお茶を頭からぶっかけてやりたい衝動を必死に抑える私。顔を引きつらせながら子供にミルクを与えていると、コトンと湯飲みを置いて義母がこちらを見て言いました。ああ、そうそう。今度の休日から有事のとこの双子が来るから面倒よろしくね。はい。返事をするのにたっぷり間を空けなければならないほどの衝撃でした。だって言われた内容が理解できなかったんですもの。今、何とおっしゃいました？だから、有事、うちの次男夫婦のとこの双子、これから休日は預かることに決めたから。どういうことでしょうか？決まってるでしょ？有事たちを休ませてあげるためよ。あんたはまだ寝てるだけの双子育児で楽なんだから、次男夫婦のためにそれくらいするのが当然でしょ。意味がわかりません。私は目が点です。私全然楽してませんけど、むしろ寝る間もないくらい忙しいんですけど。実家にいる時でさえろくに眠れてないのです。家に戻ったこれからはおそらくもっと大変なことになるでしょう。義母は何を言ってるのかしら。何が忙しいってのよ。専業主婦のあんたに仕事を与えてやるって言ってるんだから、ありがたく受けなさい。無理です。無理なのはあんたが要領悪いからでしょ？自分の無能を棚にあげるんじゃありません。いいこと？これは決定事項ですから。そう言って義母は去っていきました。言うだけ言って私の言い分を聞かずに去るって夫と同じですね。さすが親子。などと感心している場合ではありません。私はまだ会社にいるはずの夫に慌てて電話しました。なんだよ、俺今忙しいんだけど。ねえ、お母さんがとんでもないこと言ってるんだけど、ゆうじさんとこの双子を休日に預かるって。ああ、そのことね。知ってたの？まさか夫が知っていたとは。どうして断ってくれなかったの？だって友人とこ大変そうなんだ。
双子が暴れるから外食も行けない。ろくに休めないし遊べないって、かわいそうじゃないか。かわいそうかもしれないけど、それがどうしてうちで預かる理屈になるの？お母さんたちが預かればいいじゃない。親父もお袋も年だから無理だよ。年寄りにそんな大変なことを押し付けるのか？お前冷たいやつだな。私はどうなるのよ。自分の双子の世話でいっぱいいっぱいなのに。赤ん坊なんて寝てミルク飲んでまた寝るだけだろ？楽なもんじゃないか。あ、家事はサボるなよ。甘えは許さないから。そのつもりで。拒否するなら離婚だ。そんな、あなたは手伝ってくれないの？俺が？まさか、仕事で疲れてる旦那を休日まで働かせるってのか？お前はとんだ鬼嫁だな。話にならない。会話が成り立たない。夫も義母も最低です。私は無言で電話を切りました。非常識な話が続いた割に意外と頭は冷静です。私は別のところへ電話をかけたのでした。数分後、電話を終えた私は眠る双子を見つめていました。双子の可愛い寝顔に勇気が出ます。こんな可愛い子たちのことより自分の都合ばかり押し付けてくる夫と義母。私への思いやりなどかけらもありません。いようがいまいが同じと思う存在。夫をスパッ、返す刀で義母もスパッ。切り捨てることにしたのです。その日の夜、携帯が鳴りました。ディスプレイを見ると夫からです。もしもし。今帰ったんだけど、なんでいないんだよ。今どこだ？実家ですけど。はぁ？病院から戻ってきたんだろ？なんでまだ実家にいるんだ？一度家に戻って掃除したわ。綺麗になってるでしょ？あなたに電話したんじゃない。それでどうして今実家なんだ？あなたに愛想が尽きたからでーす。そう言って通話を切り、ついでに携帯の電源も切りました。実家に電話があるかと思ったのですが、私の両親が出ると気まずいと思ったのか、かかってくることはありませんでした。その代わり、翌日の早朝、夫がやってきたのです。おい、さつき、いるんだろ？あなた一体どういうつもりなの？まさかの義母付き訪問。仲良し親子が揃って登場です。朝っぱらから騒がしくしないでもらえますか？私が嫌な顔で応対すると、お前どういうつもりだ？さっさと帰ってこい。そうよ。早く帰って家のことしなさい。私のご飯はどうなるのよ。と親子で勢い込んでいます。庭の草でも食べときなさいと思ったのですが、まだ反撃のタイミングではありません。私は詰め寄る二人に冷めた視線を投げ、私の家はここです。あなたたちの家にはもう行きませんときっぱり言い放ちました。なんだと？離婚するとでも言うのか？ええ。というか、昨日の夜離婚届を出してきたわ。あなたが言ったんだもんね。ダメだと思ったら好きな時に提出すればいいって。昨日だって同じこと言ったよね。あんなの言葉のあやってやつだろ。俺の覚悟を示すだけのもので、それを本気にする奴がどこにいるんだ？ここにいました。夫は開いた口が塞がらなくなったようです。さつきさん、産後でメンタルがおかしいだけなんでしょ？もう一度席を入れ直して戻ってきなさい。やるべきことをちゃんとやるなら許してあげる。彼に代わって義母が説得します。戻ってお母さんの世話をして、休日は次男夫婦の双子の面倒を見ろ、ですか？義母の意味するところを確認するため、私は問いかけました。もちろんよ。お断りします。なんですって？そもそもですね、私がユージさんの子供を預かるって話は、ユージさんたちに伝えてあるのですか？え？私が面倒を見るってこと、ユージさんは知りませんでしたよ。そう言うと、義母の顔が一気に青くなりました。そうなのです。呆れたことに、次男夫婦の双子を私が預かるというのは、義母が勝手に決めた話だったのです。実は昨夜、夫と電話した後、ユージさんに電話したのです。あらましを話すと、ユージさんはすごく驚いていました。お姉さんは双子の赤ん坊を世話してるんでしょ？
そんな大変なところにうちの子供を預けるつもりなんてないですよ。そりゃうちの双子の世話は大変だけど、それ以上に可愛くてしょうがない。休みの日にそっちに預ければ、親の俺たちが一緒に遊べないし。つまり、なんとなしに双子育児は大変とこぼしたユージさん夫婦を義母が勝手に忖度したのです。そして勝手に双子を預かることを決めたと。そしてその仕事を私に押し付けようとした実に不可解な思考回路です。もう離婚手続きは完了しましたし、お帰り願えますか？そんなの納得できるわけないだろ？夫はしつこく食い下がってきます。いい加減にしないか。私の背後から不意に怒号が響きました。振り返ると私の父が立っていました。お父さん。彼はあたふたしています。さっきから随分勝手なことを言ってるね。君は家事を何か手伝ったことがあるのか？双子の面倒は少しは見てるのか？父の詰問に夫は言葉を探しています。仕事で疲れてて。ほう、その割には大した仕事もせずに休憩ばかりしているという話だが、それに皆が残業していても、君は定時で退社してるそうじゃないか。その割には帰りが遅いと聞いている。浮気でもしてるのか？違います。ちょっと遊んでて。はあ、娘に家事育児をすべて押し付けて遊びか。いいご身分だね。いや、それは実は、夫は父が経営する会社に勤めているのです。中小企業とはいえ、それなりの社員数。その中で夫は、経営者の婿だからと威張り散らし、サボりまくっていたのです。この事実は、父が社内調査を行って発覚しました。遅くまで仕事を頑張ってるんだなって思ってたのに信じられない。問題行動だらけの君には会社を辞めてもらう。どのみち娘と離婚した赤の他人を雇い続ける理由はない。そんな。わかったら帰りなさい。明日には正式に文書で通告するから。社の荷物は早期にまとめておくんだな。父の解雇宣告に真っ青になる夫。いえ、元夫。父が元夫に背を向け、私もそのまま家に入ろうとしたその時、元夫はまさかの行動に出ました。ドンと私を押しのけて家の中に入ろうとしたのです。おい、何をするんだ！元夫は父の制止を振り切ろうとしています。どけ！子供を渡せ！子供がいればお前も帰ってくるだろ！わけのわからぬことをわめく元夫。ふざけないでよ！自分の子を人質にしようっての？うるさい！お前が帰ってこないからだろうが！何としても家に押し入ろうとする元夫。それを阻止しようと元夫にすがりつく私。元義母はその私を剥がそうと必死です。私の父は慌てて玄関ドアを内側から塞ごうとしています。とんでもない修羅場になりました。ここで子供を連れて行かれたら、その先には誰にとっても最悪の未来しかない。私は声を限りにやめてと叫びました。その時、パトカーのサイレンが近づいてきたかと思うと、きっとブレーキ音を上げて家の前に止まったのです。おまわりさん、こっちです。お母さん？父の脇をすり抜けて飛び出してきたのは私の母でした。パトカーから降りてきたおまわりさんに走り寄り何やら説明しているようです。そして、なんでだよ！俺はあいつの夫！家族だ！嫁の実家に入って何の問題がある？私はこの息子の母親よ！どうして警察が出てくるわけ？はいはい、話は署で聞きますね。元夫と元義母は警察の事情聴取に抵抗しまくり、とうとう連行されるようです。私たちのやりとりを家の中で見ていた私の母が怪しい雲行きを察して警察を呼んでいたのです。ありがとうお母さん。まずいと思って呼んだんだけど、まさか双子を連れ出そうとするなんて、とんでもない人たちね。私の気持ちを変えさせるために人質に取ろうなんて、最悪だわ。おまわりさんに事情を話し終え、私たちはお互い苦笑を浮かべるのでした。
その後、元夫と元義母はどうにか釈放されましたが、私への接近は厳しく制限されました。弁護士を通して話し合いをした結果、無事に慰謝料と養育費も一括で受け取ることができました。父の会社をクビになり、有り金をすべて失った元夫は、ボロボロのアパートで細々と貧乏バイト生活を送ることとなりました。なぜ知ってるのかといえば、元夫はスマホで何度も私にメッセージを送りつけ、泣き言を繰り返してきたからです。俺が悪かった。子供もお前も愛してるのに。なんて俺は勝手なことをしてきたんだろう。心を入れ替えるからやり直さないか。とか。掃除洗濯さえしてくれれば俺はお前を許せる。お前を受け入れられる。待ってるからな。とか。悪かったと言っておきながら、最後がどうしてお前を許せるになるんでしょう。支離滅裂です。もちろん返信しません。うんざりしたので最後はブロックしました。そんな元夫のボロアパートになんと元義母が転がり込んだと元義弟のユージさんから聞きました。なんと元義母は随分前から元義父に離婚を言い渡されていたそうなんです。だから頻繁にうちに来てたんですね。私に口うるさかった元義母は実は家事が何もできないダメ嫁だったとか。家のことを何もしない元夫と元義母の同居は毎日喧嘩が絶えないのだそうです。母と兄がご迷惑をおかけしました。電話でユージさんが申し訳なさそうに謝ってきました。ユージさんは元義父のまともな血を受け継いだんだろうな。双子育児は大変だと思います。僕や妻に遠慮なく相談してくださいね。心強い言葉がとても嬉しいです。電話を切ると双子の泣き声が家中に響き渡りました。はいはい、今行きますよ。可愛い双子の成長を心穏やかに見守りながら、ただただ幸せを感じるのです。いつまでこの家に居座る気？さっさと可愛くない孫を連れてこの家を出て行け！私のことは何とでも言えばいいが、娘に向かって可愛くない孫なんて言わないでほしい。こんな子育てに不向きな家、こっちから願い下げだ。と思って家を出て行ったのに、まさか夫と姑の方が私たちを訪ねてきて、助けてなんて言うとは。厚顔無知も大概にしてよね。あんまり好き勝手なこと言うと、うちの怖いお姫様が火を吹くわよ。私の名前はナナ。美意識が低すぎて、娘から、もう化粧水はそんなにペチペチしない。優しく肌に染み込ませて、なんて怒られちゃう43歳だ。いやー、若い頃はいろいろ頑張ってたけど、年を取ると本当は化粧水さえ面倒に感じてるとか言えないな。そんな美意識の高い娘との思い出について語ろう。娘が5歳の頃、私は夫である県の実家で姑と一緒に同居していた。というのも、姑が他界してしまい、足の悪い姑を一人で暮らさせられない、となったからだ。姑は義士と暮らしたいと懇願したが、これを義士が拒絶。そうすると、弟である夫にお鉢が回ってきて、半ば押し付けられる形で私たち家族が姑と同居することになってしまった。正直なところ、姑とは折り合いが悪い。未だに、姑が私の何が嫌なのかはわからないが、まあ、息子の嫁という存在自体を嫌っているのだろう。初対面から冷たくされ、気に入られてないのがあからさまに分かった。そんな姑との生活がうまくいくはずもない。姑は専業主婦である私のことを小遣いか何かだと思っているようで、朝食も昼食も自分で作ろうともせず、私に作れと命じた。それだけではない。やれマッサージをしろ、テーブルの上のティッシュを取れ、お茶を入れろ、と一日中何かを要求してくる。しかし私だって5歳の娘、ミキの面倒を見ることに必死な母親だ。決して暇ではない。
子供が熱を出せばそちらにかかりきりになるし、突然泣き出せば話を聞いてやる。私の生活は娘を中心に回っているので、姑の要望のすべてに応えられないことはしょっちゅうだ。だけど、それをいちいち気にしてはいられないし、仕方のないことと開き直っていた。そもそも、姑は足が悪いという以外は健康で、医者からも杖を使って積極的に歩行した方が身体機能が落ちず、体にいいと言われている。だから正直なところ、いい大人なんだし、体のためにも自分で動いてくれと思っていた。しかし、わがままな姑には私の考えが尺に触ったらしい。夫に、ナナさんが私のことを無視するのと、とんでもない報告をしてくれた。どうやら姑にとって要望が通らない場合は無視をしたことに該当するらしい。やってられるか。当然夫にもそれは違うと抗議したが、夫は姑の肩を持った。子育てを優先するんじゃなくて、母さんのことも子供のこともバランスよく対応できないのはお前が悪い。と。じゃあお前も同じことをやってみろ。と思ったのは言うまでもない。最初はこの夫の言葉に不満があってもぐっとこらえたが、その後も姑のわがまま要求は止まらない。ついに私は、お母さんが悪いのは足だけでしょ？テーブルの上のティッシュやリモコンまで私が取らなきゃいけないの？私はお母さんの小遣いじゃないのよ？と反論した。これに姑も猛反論。そういうことじゃない。優しさが足りないって言ってるんだ。と自分の言葉を正当化しようと必死に反撃してくる。夫はそんな女二人のやりとりが面倒になったのだろう。とにかくお前が悪い。となぜかブチ切れた挙句、すべてを私のせいにした。勝ち誇った顔の姑と自分は悪くないというかのように、仲良くしてくれよ、本当は。とため息をつく夫。思わず、私が悪いってわけ？文句を言うなら家事か育児のどっちかをあなたもやってみてから言ってよ。何もしないくせに。と私が本音を漏らすと、夫はもう知らんと怒鳴り、扉をバンと閉めて寝室へ消えた。姑はざまあ見ろとでも言いたげに私を見ており、心底不愉快だ。なんで私が悪者みたいに言われなきゃいけないのだろう。悲しいのか悔しいのかわからない思いで娘をお風呂に入れ、その日は夫と同じ寝室に戻りたくなくて居間で寝た。翌朝、2階の寝室から降りてきた夫に精一杯の笑顔でおはようと声をかけた。喧嘩は引きずらないようにした方がいいよね、という配慮からである。しかし夫はガン無視した。姑もにやつきながら、嫌われたねー、などと言ってくる。娘も、パパどうしたの？と夫に声をかけたが無視だ。その日から約1ヶ月ほど、私と娘は夫に無視された。最初はどうせすぐ元に戻ると思っていたのだが、いつまで経ってもその状態なので、やがて私も夫に話しかけなくなった。頭には離婚の2文字がちらつくが、親が離婚したなんてことになると、娘が幼稚園で悪く言われたりしないだろうか、とか、娘がくれたらどうしよう、とか、いろんなことが気になってしまう。しかし、夫が娘と私を無視することで、姑は自分が上とでも思うようになったのだろう。今まで以上に私へ罵詈雑言を浴びせるようになった。娘が、ママに意地悪しないでと言ってからは、どうやら娘のことも目の敵にしているようだ。視界に入るたび、わざとらしく、はぁと大きなため息をついて嫌な感じをまき散らしている。私にもしょっちゅう、汚い嫁の血を引いたせいで可愛くない子供が生まれたね。などと言ってくるし。娘も直接暴言は聞かされていないものの、自分が姑によく思われていないことは察しているようで笑顔が減っていった。こんな環境に娘を置いておく方が良くない。
やはり離婚をしようと思った。とはいえ、どうしたらいいのか、何をすればいいのか悩み、最後の踏ん切りがつかなかったのも事実だ。そんなある日、姑の口からとんでもないセリフが飛び出した。いつまでこの家に居座る気？さっさと可愛くない孫と一緒に出て行け！ああ、そうですか。罵倒された瞬間、あ、今日出て行こう、と心に踏ん切りがついた。娘のためには父親がいた方がとか、いろんなことを考えて悩んだけど、こんな家ならいない方が娘にとってもいいだろう。選択に自信はない。でもきっと正しいはずだ。そう信じ、私は無視され始めてからお守りのように持っていた離婚届を置いて、夫たちと暮らした家を後にした。頼るあては、情けないが、専業主婦でお金もない私には実家以外に思いつかない。両親からは最初こそ、子供もいるのに、嫁いだ娘がホイホイ帰ってこないの、と厳しいことも言われたが、ここ1ヶ月の出来事を話したら、よく戻ってくる決断をしたと褒められた。娘も自分を愛してくれるじいじとばあばがいる環境に安心したのだろう。夫たちと暮らしている時より笑顔が増えた。幼稚園には離婚の事実を隠していたが、まあイベントごとに祖父母と私が参加して旦那がいない。ということで結構すぐに気づかれた。だけど最近は離婚しているお母さんなんて多いのよ、と笑ってくれる人がほとんどで、私が心配していたようなことは起きなかった。夫からも離婚届を提出したと報告が入り、養育費についてはやや揉めたものの、うまく話がまとまり、新しい生活も順風満帆に見えたのだが、実家で暮らし始めてから5年後のことだ。休日の朝にインターホンが鳴ったので、いつも通り応対すると、元夫と姑がなぜかモニターに映っていた。これまで養育費以外のつながりがなかったのに何だって言うんだろう。何の用？私が淡々と尋ねると、頼む、話したいことがあるから出てきてくれ。と夫。養育費のつながりもあるし、もし娘と会いたいと言われれば会わせなきゃいけない。程度の義務はある関係だ。知らない、帰って、とは言いづらく、私は仕方なく玄関のドアを開けた。すると、謝るから、助けてと、玄関先で三つ指をつき、額をすりつけて懇願する夫と姑。なんだなんだと思っていると、奥から10歳になった娘が現れ、記事の件かなとつぶやいた。なるほど、あの件かと、私も、と感嘆する。頼む、あの記事の話を撤回してくれ、ミキ。やだ。夫の頼みを、取り付く島？何それ、どこの島？というくらいの様子でバッサリ断る娘。夫は一瞬固まったが、お前の発言のせいで、俺は職場で迫害されているんだよ。なんでキッズモデルをやってるなんてことを教えてくれなかったんだと娘に訴えかける。娘は小学校に上がると同時に習い事でダンスを始めた。ダンスのセンスもそれなりにあったようで、いろいろな大会に出るうちにモデル事務所のスカウトマンの目に留まった。現在は知名度こそ低いが、子供向けのファッション雑誌や通販サイトでキッズモデルをやっている。そして先日、娘はとある大きなダンス大会の小学生の部で2連覇を果たした。すると、モデル事務所が、これはうちのモデルの宣伝チャンス、とばかりにマスコミを使い始め、娘は地域のニュースなどに出演することとなった。そのうちの一つが、とあるネット記事のインタビューだ。娘は記事の中で、一番尊敬する人は誰ですか？という問いに、お母さんです。お父さんとおばあちゃんにたくさんひどいことをされても、私を守って一生懸命育ててくれました。と答えてしまった。しかもこの記事は、普通修正されてもいいような内容なのだが、けなげな努力を重ねた少女で売るのも悪くないと、モデル事務所側が OK を出したのだ。結果、娘自身は母子家庭で育ち、
母を慕う頑張り屋の女の子と評価されたが、夫や姑は密かにネットで、ミキちゃんを捨てた鬼畜親のご尊顔とは、などと記事が出回った。私と娘も夫たちが炎上していることには気づいていたものの、まあ事実なので何も手を打たず放っておいたのだが、まさか職場で迫害を受けているとは、まあ、ドンマイとでも言っておこうか。上司が女性で、俺みたいな奴に仕事は任せられないとまで言い出したんだ。頼むよ。あの記事は嘘だとかなんとか言って否定してくれ。私からも頼むよ。このままじゃ県が官職に追いやられちまう。夫と姑は幼い娘と私に必死に頭を下げ続けた。官職に追いやられるって無職になるの？と娘。すると姑は少し困ったような様子で。ああ、言葉の意味がわからなかったか。目立たない仕事をさせられるみたいな意味だよ。と娘に教えた。なんだ、じゃあいいじゃん。え？お仕事あるんでしょ？何も問題ないんじゃない？あっけらかんとした様子の娘に、夫と姑はポカンと口を開けていた。いや、ミキ。男は一度持った役職を下ろされると、会社に居づらくなるもんなんだよ。それでも、気合があればなんとかなるよね。娘の根性論に目が点になる夫。ちなみにこの、気合があればなんとかなるは、娘がダンスの練習中に講師からいつも言われている言葉だ。脳みそまで筋肉みたいな娘の言葉に、夫も姑もあっけに取られていた。正面から交渉してもダメだと思ったのか、しばし考えている風な夫。何を言い出すかと思えば。記事を撤回したくないならそれでもいい。なら、いっそ、俺たちやり直さないか？は？夫のアホみたいな提案に、私はすっとんきょうな声を上げた。だって、ほら、再婚すれば、なんだかんだ家族仲良かったんだとか、記事がきっかけで、旦那さんが反省してやり直すことになったんじゃないとか思われるかもしれないだろ？ありえないでしょ。そんな下心見え見えの男と再婚すると思ってんの？気持ちは後からついてくるって。私の罵倒にも夫はめげることなく、必死に復縁の良さについて語ってくる。こいつ、5年の間で脳みそ溶けたんだろうか。10歳の娘より知能指数が下がってるんだけど。そして、ことわざの逆を言うならば、カエルの親もカエルらしい。この突飛な提案について姑は明暗だと称賛した。どうしようもない。気づけば後ろから両親が現れ、なんだなんだとこちらを見ていた。娘が一つめんどくさそうにため息をつく。今言われたことをどこかのインタビューで話してもいいんだよ。再び目が点になるアホ、じゃなかった夫と姑。むしろ、お父さんの上司の人に話すのもありだよね。私とお母さんのことを何だと思ってるの？私たちは、お父さんの評判を上げる道具じゃないんだよ。夫と姑は、10歳の子の土星論にグーのでも出ないようで言葉に詰まっていた。ちょうど今度、またダンス県大会があるの。勝っても負けてもインタビューの予定があるから、そこで全部話してあげようか？最初のインタビューは何も考えずに話しちゃったけど、お父さんたちがそういうひどいことを言うなら、私も今日のことも全部話すよ。それでもいいんだね。いやーっと、歯切れの悪い夫を見て、姑はこれ以上私たちを頼ろうとするのは無理だと悟ったらしい。わかった。小さかった子が立派になったね。と娘に言った。親の私からすると、散々娘のことを可愛くないと言っておいて、と思う気持ちもあるが、きちんと反論できる娘のことを一人の大人として認めたのだろう。娘は照れながら、ありがとうとふざけた変顔で返したが、自分をよく思っていないと分かっている祖母に笑顔で返せるのも娘の優しさだなぁと感じた。確かに立派な子になったと思う。こうして、姑と夫は私たちに迷惑をかけた、どうかしていたと言って頭を下げ、私の家を後にした。その後、
夫からは会社を辞めたという連絡が入った。養育費を滞納するかもしれないらしい。というのも、案の定、あの記事がきっかけで官職に回されたのだが、人件費削減の煽りを受けて、夫の移動先の部署が解体になったらしい。自主退職を進めるような流れになり、夫もやむなく退職した。というオチだ。記事のせいで転職は難航し、しばらく働けないかも、ということだった。まあ、滞納しても払ってくれるなら別に構わないが。とりあえずここは心を鬼にして、お母さんが働けば収入は得られるよね。協力してもらえばと提案した。夫が震え上がったのは言うまでもない。あの姑がそんな素直に働くはずがないからだ。夫は私が養育費滞納を許していないと思い込み、姑に働いてほしいと頼んだものの、当然この提案は却下された。それどころか、姑との関係も悪化し、この家は私の名義なんだから、不満があるならお前が出て行けと夫は家を追い出された。それだけ強気なことを言った姑が私のところに来て、一緒に住んでくれないかと頭を下げたのはちょっと笑ったが、息子を追い出したものの、年を取って一人になるのが怖くなったようだ。夫も意固地になって家に戻ってこないし、義士も相手にしてくれない。そこで私を頼ったようだが、当然お断りさせていただいた。一方私は相変わらず実家で娘と両親と仲良く暮らしている。いい年なんだから実家出ろよって？いやー、私もそう思っていたんだけど、両親から私たちも高齢だし、そばにいてほしいと言われたのだ。娘も両親に懐いているし、親が望んでいることなら、と同居を続けることを選んだ。娘はモデルを辞めて、将来はダンス教室の先生になりたいのだと言って、夢を叶えるために日夜練習に励んでいる。人前に出ることが多いせいか、美意識が高く、我が娘とは思えないほど日に日に可愛くなっていくので、変な虫がつかないか心配だ。まあ、夫を論破して追い返した時以上に毒舌娘に育っているので、虫の方が嫌がって逃げていくかもしれないけど。先日も彼女が数人いるようなチャラついた男の子に交際を申し込まれて、あんた大奥でも作る気？と一周したらしい。男の子はすごすご帰って行ったのだとか。ああ、哀れ。まあ、変な男に引っかかるよりいいか。あなたの母親はダメな夫に引っかかった過去があるから、ぜひ私を反面教師にしてね。そう考えると、離婚もいい経験だったような、なんてね。現在私は家の近くのパン屋で働いているのだが、実は、子供さんも大きくなったし、うちの店の2号店を任せてもいいか、とオーナーに言われた。ただ、もう少し技術を磨く必要があることや、2号店はまだ構想段階ということもあり、具体的な話は出てきていない。だけど、オーナーが私に2号店を任せてもいいと思うほど信頼されていることが嬉しかった。ただのパートでも頑張っていれば努力は認められるんだな。昇給制度くらいでしか自分の評価ってわからなかっただけに、喜びもひとしおだ。いつか本当に2号店がオープンすることになったら、オーナーが任せてよかったと思えるような店長を目指そうと思う。それまでにオーナーのパンの味を完璧に再現できるようになるぞ。ほー！親子の仲も円満で、娘もちょっと口はあれだけど、まっすぐないい子に育ってくれた。離婚家庭の子は心に問題を抱えがちとかいろいろ言われるからね。離婚の時はそんなどうでもいいことをたくさん気にしたりもしたけど、今は離婚してよかったと心から思う。だってこんなに幸せでいいのかって思えるくらい毎日充実しているんだもの。大好きな人たちに囲まれた温かな今の暮らしを私は心から愛している。私の名前は優子。
37歳。去年、夫のケンジと結婚し、一軒家に住んでいる。ケンジは私の10歳下で、私はいわゆる姉さん女房だ。正直、10も違う相手と結婚するなんて夢にも思わなかった。付き合い始めた時、いずれ別れるんだろうな、と思っていたけど、気づけばあっという間にゴールインしていた。プロポーズをしてくれた時も、本当に私でいいの？なんて聞いてしまった私。でもその時ケンジは、俺は優子のことを絶対に守るよ。だから俺と結婚してください、と言ってくれたのだ。優しい人と一緒になれて、私はなんてついているんだろう。そう思っていた。しかし、私たちの新婚生活は二人きりでラブラブ、とはいかなかった。ケンジの母、つまり義母が結婚に猛反対した挙句、ケンジは母親を捨ててあの女を選ぶのね。あの悪魔みたいな女を、と騒ぎ立てたのだ。私が10も年上だということが何より気に入らない義母。確かにこの年の差なら反対されるのも無理はないな、なんて思ったりもした。そして義母が結婚を認める代わりに出した条件。それは私と同居しなさいだった。さすがに話が飛びすぎている気もしたが、そうでもしないと結婚を許してくれない義母に折れてしまった私たち。それに、当時のケンジは母親のことを邪険にはできなかったのだ。母さんは女手一つで俺を育ててくれただろう。だから恩返しはしないといけないのかなって。義母はシングルマザーとしてケンジを育ててきた。ケンジもそのことには感謝しており、親孝行をしたいと思っていたというのだ。そして私の方も母一人、子一人の親子を引き離すような真似はできず、同居に至ったというわけだ。私とケンジ二人の姿を見てもらい、義母に認められるようになろう。そう二人で決意し、新居として購入した一軒家で三人で生活することとなった。これで義母との関係が少しでもいいものになれば、と思っていたのだが、大きな間違いだった。優子さん、あなた家事もまともにできないの？いい年して、一体何を学んできたのよ。これだから年間の女は嫌だったのよ。義母の嫌味はひどくなる一方だった。私もケンジと同じ勤め人。時に残業で帰りが遅くなったりして、家事に手が回らないこともしばしば。お言葉ですけれどお母さん、私も同じように働いています。何でも完璧には無理です。そう反論することもあったが、あんたはすぐ目上の人に逆らうのね。ほんと生意気な嫁。義母に追加燃料を与える始末。そんな様子を見ていたケンジは、母さん、優子にそんな物言いするのはやめてくれよ、と私をいつもかばってくれた。義母はその様子にショックを受けたような顔をして、まあ、ケンジったら、昔はそんな子じゃなかったのに、優子さんのせいで親に反抗するようになったのね。と言って、ハンカチで目頭を押さえる仕草をする。そして私の方をきっと睨みつけ、それもこれも全部あなたのせいよ。なんでこんな人と結婚なんかしたんだか、というのが毎度のことだった。へえ、こんな昔の昼ドラみたいな、わかりやすい嫁いびりをする人が未だにいるんだ。最愛の息子が姉さん女房に取られて悔しいのと、あとは単純に趣味なのだろう。わめき散らす義母はだだっこと化し、暴れるのに飽きるまでは手がつけられない。子育ても未経験のうちにおばあさん育てをする羽目になり、ほとほと困り果てていた。優子、ごめんな。いいのよ。いつもかばってくれてありがとう。私よりも夫の方が気の毒だ。実の母親が自分の妻を思いっきり罵り倒しているのだから。妻思いのケンジは何度も同居を解消しようと言ってくれたが、私は首を振ることはできなかった。あんな義母だが気の毒に思う気持ちもあったのだ。自分が我慢すればいつか義母も分かってくれる。そう信じていたのだ。だけど、義母の私に対する暴言は止まらなかった。結婚後、初めてのお正月に親戚の家に集まった時のこと。
普段家から出ない義母は人と会って話せることが嬉しいようでテンション上がりっぱなしだった。毎日仕事を言い訳に何もしないのよ。家事もすべて姑に任せっきりで。私たちの時代には考えられなかったわよね。ほんとどこで常識を落としてきたんだか。そんなことをお酒を飲みながら親戚中に言いふらしていた義母。私の悪口をこんなところでも。家族の中だけならまだしも、ところ構わずの悪態に、ふつふつと怒りが湧いてきた。義母の声があまりにも大きいので、大広間での話し声がキッチンにいる私にも届く。近くにいた夫の親戚の一人が、ゆうこちゃん大変そうね。苦労してない?と声をかけてくれた。まあ、なんとかやってます。姑と同居なんて心休まらないでしょ。特にお母さんが荒れちゃ。そうなんですよね。思わず私は本音を漏らした。はるみさんに相談してみたら?はるみさんは夫のおば、義母の姉のこと。姉御肌でいつも優しくて頼りがいのある人だ。しかし自分の妹の愚痴を聞いてくれるだろうか。そんなことを考えていると、ゆうこさん?というひときわ大きな声がキッチン中に響いた。お母さん、どうしました?お酒が足りないから持ってきてって何度言わせるのよ。すみません、今持って行きます。私はため息をつきながらも急いでビールを持って行った。義母はほろ酔い気分で親戚たちと談笑の最中。私が冷えた瓶ビールと新しいコップを持っていくと、義母はそれを奪い取りながら、ほんと、ゆうこさんって気が利かなくて困るわ、と言った。やぶから棒に何なのよ。そう思っていると、義母は隣に座っている親戚のグラスに愛想よくビールを注いだ。グラスが空いていたらお酒を注ぐのが常識でしょ?こういうところがなってないのよね、ゆうこさんは。育ちも容量も悪くてダメな人ね。義母の言葉に周囲は少し気まずそうな顔をしているが、本人はお構いなし。ここで怒ってしまうのは義母と同じ土俵に立ってしまうような気がしたので、私は笑って流すことに。さすがお母さん、お酒の席をよくわかってらっしゃるんですね。いろいろと勉強になります。普段の営業スマイルが生きた。義母は得意げににんまりと笑っている。どうやらこれで気が済んだようだ。ゆうこさん、大丈夫?疲れ切った私に気遣いの言葉をかけてくれたのは、義母の姉のはるみさんだった。妹がごめんなさいね。いつも大変でしょう。いえ。否定はしたものの、正直義母に嫌気がさしていた私は、はるみさんの前でうまく取り繕うことができなかった。東京大変なの?そうなんです。お母さん、私のことがとにかく嫌いみたいで。私はため息をついて、はるみさんにこれまでの愚痴をこぼした。はるみさんは真剣に私の話を聞いてくれて、最後には、何か困ったことがあったらいつでも相談してねと言ってくれた。まるで本当のお母さんのように優しく、心強い言葉に感動する私。そうよ、私には困った時に助けてくれる優しい味方がいるじゃない。少し心が軽くなり、お正月を無事に終えることができた。ゆうこ、お疲れ様。母さんのこといろいろ悪かったな。いいのよ、お酒の席だし、きっとお母さんも調子に乗っちゃっただけよ。そう思うようにしていたのだが、甘かった。反論してこない嫁に対する暴言は、ますますヒートアップしていったのだ。夫の親戚は何かと催し物が好きで、四半期に一度は集まって飲み会を開くのがお決まり。私もその度に手伝いとして借り出された。検事は忙しいなら来なくていいと言ってくれたが、義母に強制的に連れて行かれることになる私。そして毎度のごとく、私は義母からのありがたいお言葉を聞くことに。ゆうこさん、仕事をしているからっていい気になるんじゃないわよ。妻っていうのはね、
いつも夫の3歩後ろに下がって静かに見守るものなの。検事と対等にいるつもりみたいだけど、夫の方が偉いものなのよ。あなたは何もわかっていない。こんなことを親戚の前で公開説教される始末。仕事をして何が悪いの？夫と対等で何がいけないの？検事が何度も義母を諌めようとするが、せっかく盛り上がっている飲みの席に水を差すのは気が引けるもの。私はただただ黙って義母の言葉を聞くことしかできなかった。そしてある日、私の怒りのスイッチが入る決定的な一言を義母は口にした。それはいつものように親戚一同が集まっていた時のこと。相変わらず義母は私の悪口を言っては気分を良くしている。息子は一体あんな嫁のどこがいいのかしらね。ほんと結婚なんて認めるんじゃなかったわ。そんなことを言いながら親戚にお酌をする義母。子供も産めないんだから、結婚なんて意味ないじゃないの。そう思わない？周囲に同意を求めるように義母は猫なで声を出す。私はその言葉に空気が凍るのを感じた。検事はグラスを持っている手をプルプルさせているし、私は持っていたお盆を床に落としてしまった。母さん、今なんて言った？検事は燃え上がる怒りを抑えるかのように低い声でそう尋ねた。何って、子供を産めないなら結婚の意味がないんじゃないのって言ったのよ。だってそうじゃない。37で結婚なんて子供を諦めてるってことでしょ？だから反対してたのに、あんたが結婚するって聞かないから、後悔しても遅いわよ。義母は自分の言っている言葉の意味を理解しているのだろうか。私たち夫婦は子供が欲しかった。確かに私はもうすぐ40だから妊娠の可能性は低くなる。それでも彼の子供が欲しくて不妊治療に通い始めたところだったのだ。義母には話していない。話せばまた嫌味を言われると分かっていたから。ねえ、優子さん。この際だからはっきりさせましょうよ。子供を産む気がないなら早く離婚してしまいなさい。検事はまだ若いんだから、いくらでもやり直しが効くわ。ねえ？その時、プツンという音が確かに聞こえた。今まで頑張ってきた我慢配線が、子供、離婚というワードとともに音を立てて切れたのだ。お母さんは私のことが本当にお嫌いなんですね。嫌いだわ。大嫌いよ。義母は半笑いで私を見る。はい。たった今、我が家の二世帯同居は終了しました。お母さんは私の家から出て行ってもらえますか？何言ってるのかしら、この嫁は。親戚の皆さんの前で冗談が過ぎますよ。あいにく冗談じゃないんですよ。お母さんはこれ以上家にはおれません。私は毅然とそう宣言した。明らかに空気が変わったことを察した親戚たちは途端に私たちから離れていく。ちょっと、何言ってるの？何って、そんなに私のことが嫌いなら、どうして我が家に住んでいるんですか？あんたが出て行けっていう権利はないはずよ。いいえ、あの家は私のものです。お母さんを住まわせるのも追い出すのも私次第です。私の言葉に義母は唖然とした顔をしている。ちょっと検事、どういうことなの？義母が検事に助け舟を求めるも、母さん、俺何度も言ったはずだけど、あんまり優子を馬鹿にするなって。と冷たい対応。あの家は優子が一人で建てたもんだって言ったよな。なんで重要なことを覚えていないんだよ。だって、普通家を建てるのは夫のはずでしょ？義母はあくまで偉いのは夫であるという立場を崩さない。検事はため息をついてさらに続けた。それに母さんとの同居も俺は反対したんだ。それを優子が住まわせてやれって言うから仕方なく。いい加減にしてくれ。これ以上俺の妻を馬鹿にするなら、いくら母親でも容赦しないぞ。まさかの息子の反撃に涙目になる義母。そんな、冗談だよね。検事？
母さんの味方じゃないのかい？味方？むしろ敵だよ。俺の愛する妻をこんな風に罵る母親なんか。ケンジ、どうして？義母は涙を流して息子にすがりつこうとしたが、時すでに遅し。そういうわけなので、今週中に荷物をまとめてくださいね。私がそう言うと、義母は絶望の表情で、嘘でしょ？ゆうこさん、ちょっと待って。今までのことは謝るわ。だから、これからも仲良く暮らしましょう。ね？と手のひらを返す。無理です。感謝のかけらもない人とはこれ以上暮らせません。いやよ。私はこれからもあなたたちと一緒に過ごしたいのよ。ね？金輪際私に関わらないでください。そして早く出て行ってください。家主は私です。私はきっぱりそう告げた。母さん、そういうことだから、さっさと出て行く準備してくれよ。俺らは手伝わないからな。息子夫婦の絶縁宣言を親戚の前で聞いた義母。同情する人は少なかった。だって今まで散々好き勝手に言っていたのをみんな知っていたから。ゆうこさん、お疲れ様。ありがとうございます。勝負を終えた私たち夫婦に声をかけてくれたのは、おばのはるみさんだった。実は今回の件は、はるみさんの案だったのだ。妹にも少しお灸を据えてやらないとね。ゆうこさん、グッジョブだったわよ。ケンジ、あんたはしっかり奥さんを守らないとダメじゃないの。おばさん、ゆうこを助けてくれてありがとう。はるみさんと私は、実はこまめに連絡を取っていた。私が義母の嫌味やいびりに耐えられないといつも相談していたのだ。はるみさんはいつも優しく、時には強く私を支えてくれた。でも、これからはるみさんにご迷惑がかかるのではありませんか？いいのよ。若い人がそんなこと気にしないで。あの人のことは私がしっかり監視しておくわ。だから、あなたたちは自分たちの生活を守ることを第一に考えてね。本当にありがとうございます。私は感謝してもしきれなかった。その後、義母には予定通り我が家から出て行ってもらった。最後まで抵抗する義母を厳しく叱ったのは、やはりはるみさんだった。自分で蒔いた種でしょ？今までどれだけ優子さんを傷つけてきたか、少しは考えなさい。はるみさんに引き取られて、義母は我が家を去っていった。私たちに見限られた義母は、はるみさんの家に何度も押しかけては、息子夫婦とまた一緒に住めるよう、姉さんからも言ってほしい、と玄関前でわめいたという。はるみさんはそんな義母を怒鳴り飛ばしたらしい。いい加減にしなさい。あんたとはもう関わりたくないっていうあの子たちの気持ちを考えなさい。一括された義母はまるで子供のように泣きじゃくりながら、あの女が私の賢治をたぶらかして自分のものにするから、と恨み事を言っていたとか。その後、私たちの家を追い出された義母は一人暮らしを始めたという。どこに住んでいるか知らないが、もはや知る必要もない。そして私たちも我が家を引っ越した。実は夫の転勤が決まり、私も移動願いを出したところだったのだ。もともと私の親の遺産で建てた家で、ローンはなく手放しやすかったのだ。家を売ったおかげでまとまったお金も入ってきたし、少し生活にもゆとりが出る。もし義母が元の家を訪ねれば、きっと孤独と絶望を感じるに違いない。私たちはそれを分かっていて、決別の道を選んだのだ。ゆうこ、ただいま。おかえり、パパ。私は少しぽっこりしたお腹を抱えながら、夫を玄関で出迎えた。楽しみだな。俺も父親か。頼りにしてるわよ。もうすぐ私たちは親になる。自分の母親と縁を切ってでも私を守る決意をしてくれた夫。どんなことがあっても夫婦で乗り越えていける。この人と結婚してよかった。心からそう思う。
even if dad isn't around, mom is there so I won't feel lonely. My daughter tries her best to protect me with her small body. My eyes burned when I saw my daughter throwing hair at the toxic image of a mommy friend who made a single mother look like a horse. However, it seems that she doesn't like the unity between us as a parent and child more and more as she looks down on people and does whatever it takes to get pleasure. Poor thing, you grew up without knowing true happiness because of mom's apology. Good. Families without a mom and dad are poor, lack love and are virile. That's why mom needs to find a new dad soon. Tsugi-chan won't be happy. Marie-san, stop it. The king of the bag was about to break at the remark that went beyond a fight against the child. But at that moment, her husband sank to the ground with a hoarse voice. I'm Yuka. I'm a 35-year-old single mother raising a 5-year-old daughter. Soon after my daughter was born, I found out that my husband was cheating and had an old skin. It would be better to leave this bad father and daughter before they become aware of their own situation. I'm not bragging, but I'm quick to make decisions. We quickly separated. I was able to return to work as soon as the childcare center finished. However, my work schedule is very irregular. I don't want my daughter to feel lonely, so I apologize to my parents and ask them to let me live with them at their home. I'm really sorry that I've been so dependent on my parents even after I've become an adult, but they accepted me with a smile because it's for the sake of my cute daughter and grandchild. Unlike me, who is impatient and takes action immediately, my daughter is a careful and gentle girl. When she was a baby, she was slow to start walking and getting on her butt, so I was worried, but now she has caught up with the other children and goes to nursery school every day with a smile. She likes working in the fields with her grandpa and cooking with her grandma, and she is always smiling, so her parents are also crazy about her. Sue doesn't seem to miss her father, her work is going well, and she lives a peaceful life in a single-parent household. Looking at one of her relationships, one day she took a day off work to attend a nursery school recital. Some families have both parents attend, while others, like me, attend alone. It's obvious. When I was about to sit down, Yuka called out to me. Marie, it's been a while. You've been doing well. Marie, the mother of my daughter's classmate, approached me while swinging her Gucci bag around. A man who seemed to be her husband was standing blankly next to me. Marie continued talking in a sticky voice. You didn't come to the last parent-child excursion. What happened? We went to the zoo by bus and the kids were delighted. I'd like to secure a seat before I start chatting with you. My daughter had a fever that day. Wow. Marie looked up at me with a grin. I didn't say anything interesting. Oh, I see. I thought you had to take the day off because you didn't have money. I raised my voice at the thought of being too rude, and Marie put her hand over her mouth and tilted her head. No, it's scary. I thought Tsugi-chan and Matsu had a hard job, so I wondered if they were short on money. It's about to start. Bye-bye. Ignoring my voice that paused for a moment, Marie quickly ran away to a seat in the front. I sighed quietly as I watched her back. Marie is Ruma, a classmate of my daughter. As soon as I met her, I realized that this person's purpose in life is to look down on others. She is a troublesome person who finds advantages over others and feels satisfaction. I think there are people like that everywhere. In reality, she is unsure of herself and unhappy. However, what is strange about Marie is that everything is obvious. She looks down on others and then brags about them. Both Tsuki and Ruru-chan have been attending nursery school since they were 2 years old, and the children are good friends.
That was the reason we started talking, but when she found out that I was in the middle of the day, she asked me about the details of the divorce. I felt that there was something very cute about her expression, so I just ignored her. But it seemed that she understood that there were too many things she couldn't talk about. In other words, it was a divorce that I had a future with. Furthermore, because she has days off on weekdays, her parents take her to and from school, and she always wears Uniqlo clothes. My delusions of her as a poor mom who works desperately in the service industry continue to grow. So Marie decided that I was hiding me, and that I was someone she could belittle no matter how much she wanted. Because our schedules are different, we don't see each other on a daily basis, but she always comes up to me when there are events like this. However, sometimes the parents around her can't stand to see her because of her hobby. It started again. The other mom friends are all decent people, so this woman's incompetence stands out even more. I'm annoyed that such a terrible woman has set her sights on me, but I endure it because I feel sorry for my daughter if it causes a fuss here. During New Year's, my mother said she would restrict the number of people going to her maternal parents' house, so I decided to take my daughter and go out with 3 generations. My maternal parents' house is in a famous hot spring town, and it is very crowded with tourists during the New Year holidays. After eating New Year's, I decided to walk around the shopping district with my daughter. Are they selling sweets? I look around the shopping district with excitement, clutching my wallet with the New Year's money my daughter just received. I was also enjoying the festive atmosphere of New Year's while looking at the first sales. However, a voice broke my happy mood in an instant. Huh? It's Yuka and Sumugi. I turned around at the voice and saw Marie, wearing a yukata and a kimono from some inn, her daughter Lulu, and a man who seemed to be her husband. Oh no, meeting them here is too coincidental. Ari-san, I really want to leave right now, but my daughters are holding hands and looking happy, so I force a smile and respond. Yuka-san and Tsugi-chan are on a trip together. Where are you staying? Ours. Actually, you're doing a good job traveling together, Yuka-san. You're struggling financially, aren't you? Oh, we're staying at that Hoshinoi resort over there. Because my dad got a big bonus. Oh, Marie continues bragging without even waiting for my reply. Marie's husband doesn't look at his wife and looks down. She's breathing heavily. Her face doesn't look good. He's more interested in Rai's husband than Rai, so he doesn't listen to her bragging. But then Tsugi, who is old enough to want to join in on adult conversation, cuts in. Tsugi is staying at Hiba-chan's house. Marie smiles in a cute way at her daughter's words. What, there's no way Yuka, who is single and has no experience, can go on a trip. I was getting annoyed at how she so boldly belittled me. That's a bit harsh, isn't it? It's rude not only to me, but also to other mothers who are working hard alone. I'm sorry. I don't have any experience working hard alone because I'm loved by my husband and the people around me. That's why I feel sorry for Yuka, who is all alone and end up worrying too much. If Yuka finds another man soon, well, if there's someone who will take the woman who always has bags under her eyes and wears Uniqlo from head to toe, Tsugi will also want a new daddy. I ask my mom to tell her I want a cool dad like Gororu-chan. Stop using my daughter to belittle me. I can stand it if you're only attacking me, but if you involve my daughter, it's a different story. Marie looks up at me with a grin, as I quietly glare at her. Wow. I just think about you, and I don't need a dad at that time, Tsugi clearly stated. Marie makes a low voice, but Tsugi doesn't back down. Even if I don't have a dad,
I have my mom, my grandpa, and my grandma. So I don't feel lonely at all. Sumugi. When I instinctively hugged my daughter's small body, Marie's face twisted in disgust. Poor thing. Because of your mom's apologies, you grew up without knowing true happiness. Good. Your mom is a bad mom who was abandoned by your dad. A family without a dad and a mom is poor, lacks love, and is virile. So if mom doesn't find a new dad soon, Tsugi-chan won't be happy. Marie, stop it. The king of the bags was about to lose his temper at Marie's words that went beyond a single fight. But at that moment, Marie's husband, who was standing next to her, sank to the ground with a throbbing sound. Yes, Marie looked down with wide eyes at her husband who had fallen to the ground and was in pain. Meanwhile, the blood was gradually draining from Marie's husband's face. Oh no, Dai, what's wrong? Get out of my way. I pushed aside Marie, who was only shaking, and checked Marie's husband's pulse and breathing. It's too weak. I quickly loosened the strings of his underwear and yukata, and Marie screamed with a shocked face. Don't touch my husband. It's disgusting to put your hands on someone when they're suffering just because you're the one who's planted it in him. This is not the time to say such things. It'll be too late. But what can a lowlife like you do? At times like this, you're the doctor, right? I'm the doctor. E.H. Marie was frozen with her mouth open. I thought I was at the bottom, but I'm a doctor and my brain can't keep up with the information processing. But now there's no time to waste. The man's breathing is getting weaker and weaker, and Lulu-chan is clinging to me with a tearful face, saying, Daddy, Daddy. I'm a doctor. I'll do my best to save lives, no matter who they are. That's my mission. I called for an ambulance and ordered Marie in a strong tone. But she just shook me. She's always so arrogant, but she's a jerk. I had no choice but to call out to the people who seemed to be able to act among the beasts that I had formed without realizing it. Sorry, you there. Please call an ambulance. I'd like an AED. Oh, yes. If you have open hands, please blindfold and guide the ambulance. Many people move according to my instructions. I was grateful and tried to perform cardiac resuscitation on the heart that was about to stay. Lulu-chan kept calling out to Daddy in his ear, telling him to do his best. Meanwhile, Marie just looked at me in a daze. After that, Marie's husband was successfully resuscitated with the help of passers-by and was rushed to the hospital. We managed to save one person. I was relieved that we were able to save his life. It seems that Tsugi was also very moved when he saw his mother saving a life for the first time. After returning home, he excitedly told his grandmother and her friends that his mother was amazing, and vowed to become a doctor like his mother. It was a little embarrassing to be praised by his daughter, but he felt proud. After the new year, Tsugi started going to nursery school as usual, but he never saw Marie. Lulu seemed to be doing it, so she must have come home. I wonder how she looks when she finds out that the woman she has looked down on is a doctor and that her husband's life has been saved. It's not that I don't have any malicious feelings, but if I try to check people's feelings, I'll be on the same level as Marie. However, I was concerned about whether Marie's husband had any symptoms or was able to leave the hospital safely, as a matter of professional consciousness. February came without me seeing Marie. While I was shopping with my daughter at a nearby shopping mall, a familiar family walked towards me. It was Marie. Usually, they would approach me as if they were in danger, but as soon as they saw my face, they made a very obvious and displeased face. However, Marie's husband came up to me with his eyes shining.
Thank you for the new year, doctor. I'm really sorry for the late greeting. Thanks to you, I'm feeling much better now. I was surprised at how honest and polite he was, bowing his head. He always dresses like a Yankee, and I thought he was stealing because he didn't even scold Marie, who was bothering me, but he seems to have a minimum of manners and a decent personality. I was relieved to see him looking healthy. How are you doing after that? I can't say it's the same as last time, but I've recovered enough to return to work next month. When I was taken to the hospital, I was told that I was saved because the initial response was perfect, and I couldn't thank the doctor enough, so tears welled up in my husband's eyes. I didn't expect to be thanked so much in a place like this, so I felt a little embarrassed, and all I could do was answer. I was just doing what a doctor should do. It sounded like a line from a drama. Of course. It's too amazing. Hey, Tasugi-chan, your mom is the best. Yes, Tasugi's mom is amazing. Tasugi proudly holds his chest out. Lulu-chan is holding hands with her dad and smiling. I'm glad I helped her without hesitation. I'm glad I'm a doctor. I was lured by the smiles of the three of them, and I also looked at them with a wide-angle lens. But then something cold splashed on my face, ruining it. Mom, Tasugi screamed. Something sweet and sticky ran down the book. I looked up to see Marie with bulging eyes pointing an empty plastic bottle at me. No, Marie. Don't mess with me, you little rascal. Marie spoke in a low voice I'd never heard before, next to her husband, who was completely at ease with his wife. It was fun. I was happy. I'm sure you're overjoyed that she thanked you for helping her husband. Oh, you've been looking down on me all this time, haven't you? The worst, the worst, the worst. I sighed, wiping my face as she came towards me with a resentful look on her face. You were the one who looked down on me, weren't you? Just because I'm single and I work without a break, just because of that. You decided I was a thug. Shut up. Shut up. Then you should have denied it sooner. You should have said I'm a doctor and I make a lot more money than you. There's no way I'd say something so rude. I'm not like you. Marie's face became even more distorted as she blurted out her true feelings. Who would have thought a woman with such a terrible personality could be a doctor? What hospital do you work at? I'm never going to go. Hey, Marie. Even though Marie's husband confirmed it, her rampage and delusions didn't stop. That's right. You said it was first aid and took off my husband's yukata. It's terrible to lay hands on an unconscious person. It's a life-saving measure. I'll sue you. I'll report you to your hospital and make you unable to practice medicine. I'll send you to hell. Stop it. Marie's husband finally lost his temper at his wife's ugly appearance. Marie screamed in shock. This woman is my life. But, of course, she put her hands on the ground and her heart stopped. If you didn't like me being touched, why didn't you help me? Really? Because I don't know how to do it. So I should have waited until it was too late? No, Marie was strongly criticized and attacked by her husband, who was supposed to be her ally, and she fell down with her face straight. Marie's husband looked down at his wife with terrifyingly cold eyes, then handed me a towel. Then he knelt down on the floor wet with juice. Doctor, I'm so sorry for everything. I'm also burning with regret for not seeing it because I don't know much about women. Let me apologize and thank you again. Hey, what are you doing kneeling here? A woman like this doesn't need an apology or a ghost. You should never talk to this person again. She was dragged along with a straight face, unable to resist the force of her husband. Lulu-chan hurriedly followed her.
After that, Lulu Chan seemed to have been absent from the nursery school for a while, and I was worried that she would be the next one to take a bath. I was worried too, but on the day of the graduation ceremony, she gave a speech with her father. After that, Marie's argument escalated to divorce. Well, if he saw his wife in such a bad state in public, he couldn't be a married couple anymore. Any sensible person would judge that. It seems that her father got Lulu Chan's sword. Marie had been very stingy for a long time, and she often clashed with her husband. She certainly wore different brands of clothes when she saw them, and was always dressed sharply from head to toe. And now, the commotion with me, the person of light. He seems to have lost interest in his wife, who prioritized bullying her mommy friends over her husband's life. Of course, Marie resisted and insisted that she was serious, but at that moment Marie was fired from her job. Apparently she had been bullying her colleagues at work, and the company's upper management took it seriously and took action. Marie was asked whether she would prefer to be sued by the government or quit her job, and it seems Marie couldn't escape. In the end, Marie's parents, who were in the middle court of the divorce turmoil, finally realized that their daughter was a really dangerous woman, and reluctantly took Marie back to the countryside for the happiness of their grandchild. Marie's ex-husband, who taught me some of the rules, bowed his head many times and handed me money and other things, but only Kaori said. Next, Lulu and I hold hands with a smile. Please use this money in your life to make Lulu happy. Marie's husband quietly shed tears at my words. 5 years later, I am still working hard as a doctor today. Moreover, I'm looking at fashion magazines for the first time in a while, having a good time with a man from the same profession who recently moved here. Now that Tsugi is 10 years old, she seems to be serious about becoming a doctor and has begun preparing for the junior high school entrance exam. Ru-chan, who is still as good as ever, seems to be studying hard, saying that if Tsugi-chan is a doctor, then I'll be a nurse. Seeing the two of them makes me feel even more determined. Even if I stay single or remarry, I want to remain someone my daughter can be proud of. I want to be someone I can be proud of as my daughter. So today, I continue to save the lives in front of me with a clear conscience.